今回は11万キロ近く走行してエンジンからシャラシャラと異音の発生しているホンダ NC750S のエンジンオーバーホールに挑戦します。大型バイクのエンジンオーバーホールはプロへ依頼すると最低30万円はするような重整備です。この動画を最後までご視聴いただくとエンジンオーバーホールへの不安や疑問点を全て解決することができます。もし愛車のエンジンオーバーホールをプロに依頼したいと思った時は整備内容や工賃に納得して依頼することができるようになります。もし自分でエンジンオーバーホールをやりたいと思い立った時は何よりもこの動画の知識が役に立つことでしょう。動画の流れとしましては1、オーバーホール準備、2、オーバーホール前点検、3、エンジン分解、4、パーツ洗浄、5、パーツ点検、6、エンジン組み付け、7、オーバーホール後点検、以上の7ステップで進めていきます。そして最後に交換したパーツと総額をお知らせします。これまでに動画へお寄せいただいた数百件のコメントをまとめると重整備をやってみたい方は多くいらっしゃるようですが、実際に重整備をやっている方はとても少なく感じました。マンション暮らしだから工具が高いからとてもできる気がしないといろいろ理由はあるようですが、おそらく最大の理由は失敗したくないからではないでしょうか。ご安心ください。バイクのエンジンオーバーホールをすれば必ず様々な失敗をします。エンタメ要素少なめのチャンネルですので動画ではほとんどカットしていますが、私も数えきれないほど失敗してきました。エンジン分解時にパーツを壊してしまったり、分解したパーツを汚れたウエスと一緒に捨ててしまったり、エンジン完成後に手順ミスが判明して組み付け直すことはしょっちゅうです。むしろ何もトラブルなくエンジンが組み上がったことはありません。もし私は整備で何かしらの失敗をしてしまったら運が良かったと考えるようにしています。成功よりも失敗する方が次の失敗を防ぐことができますし、技術的に成長することができます。皆さんも失敗をたくさん経験してぜひ重整備を楽しんでください。それではエンジンオーバーホールスタートです。エンジンオーバーホールをするにはサービスマニュアルが必須です。作業手順やボルトの締め付けトルクなど整備に必要な様々な情報が載っています。ホンダの NC シリーズはエンジン形式で分けると現在のところ3種類のモデルが存在します。 NC700 の RC61 から RC67、 NC750 初代の RC70 から RC90、 NC750 2代目の RH09 から RH23、NC700 は排気量が 669cc で少し小さく、 NC750 は 745cc で初代と2代目ではクラッチ形式などの一部が異なります。 S シリーズ、X シリーズのエンジンは全て共通です。教習車の L シリーズも基本的にはエンジン共通です。サービスマニュアル購入の際はご注意ください。使用限度や締め付けトルクを右上に表記する際は NC700 は RC61、 NC750 初代は RC70、 NC750 2代目は RH09 と表記します。エンジンオーバーホールに必要な特殊工具を事前に準備します。特殊工具は使用頻度が低い割に高価なことが多いので、できる限り汎用品や自作の特殊工具で間に合わせることをお勧めします。例えばこちらはクラッチのパーツを内側から固定する特殊工具で、純正で購入すると約2万円します。今回は安価な汎用品の特殊工具が見つからなかったため L 字アングルとクロムのディスタンスカラーを加工して材料費2000円ほどで自作しています。エンジンオーバーホールで交換するパーツを事前に注文して準備します。特殊工具や交換パーツの情報も全てサービスマニュアルに記載されていますので、しっかりと読み込んでご確認ください。オーバーホールの準備につきましてはセローとグロムの動画で詳しくご説明していますので、気になる方は概要欄のリンクからご覧ください。エンジンオーバーホールの前に各部を点検します。2016年以降に販売された NC750S RC88 です。走行距離は105,801キロ、大型バイクとしてもかなり走っているようです。それでは現在のエンジン音をお聞きください。アイドリング中にシャラシャラと音が聞こえます。まるで NSR の鑑識クラッチのような音が湿式クラッチのエンジンから聞こえてきます。クラッチに何かしらの異常があるのかもしれません。シャラシャラ音がする以外は特に問題なさそうです。スロットルを開けてもスムーズに吹け上がります。エンジンオイル量、タイヤ空気圧、トウカ類など走行に関係のあるところは全て確認しましたので、試運転に行ってみましょう。走行は特に問題なさそうです。どの回転でもパワーは出ていますし、クラッチの滑りは感じられません。
シフトチェンジもスムーズで、ニュートラルへも滑らかに変速できます。サスペンションやステアリングにも違和感はありません。ただ、停止するとエンジンからシャラシャラ音が聞こえて不安になります。エンジンが温まると少し音が収まるので、パーツの摩耗によるクリアランスが関係しているのかもしれません。クラッチ関連のパーツ交換で直れば良いのですが、それ以外の故障だとすると高額な修理費が予想されます。また、時々エンジンチェックランプがついたり消えたりを繰り返しています。オーバーホール前に DTC の確認が必須です。試運転はこの辺にして、エンジンの各部を詳しく点検します。エアクリーナーを点検します。キーでロックを解除して、ピリオンシートを上げて、ラゲッジボックスを開きます。ボルト2本外して、シングルシートを取り外します。ラゲッジボックス周辺のプッシュリベット2本、ボルト4本、レジ2本外して、メンテナンスリットを取り外します。ボルト3本外して、右側のサイドカウルを取り外します。ボルト3本外して、左側のサイドカウルを取り外します。カウルの爪を破損させないように気をつけてください。バッテリー上側のネジ2本を外します。残り4本のネジを外して、エアクリーナーボックスを取り外します。吸気温度センサーのカプラーがボックスについていますので、先に取り外してください。エアフィルターはまだ使えそうですが、それなりに汚れていますから新品に交換します。バッテリーを点検します。車体から取り外して、バッテリー診断機で点検します。電圧は 12.8V ありますが、CCH が低下しているため、要交換判定でした。実際のところ、満充電しても3日ほどするとエンジンを始動できなくなりましたので、このバッテリーは新品に交換します。スパークプラグを点検します。両側のボルト2本外して、ロアカウルを取り外します。プラスチックの爪が4個ありますので、折らないように注意して取り外してください。プラグキャップを引き抜いて、16mm のディープソケットでスパークプラグを取り外します。プラグを取り外す前は、プラグ周辺の汚れを吹き飛ばします。色は正常の範囲ですが、電極が劣化しているようです。イリジウム電極の損傷を防止するため、シックネスゲージはワイヤータイプを使用します。電極間の隙間は 1mm 以下が規定値ですが、どちらも 1mm のゲージが入ってしまいますので、交換時期です。これはどちらも新品に交換します。エンジンの圧縮圧力を測定します。サービスマニュアルによると、圧縮圧力を測定するには、このカウルの裏にある燃料ポンプのカプラーを取り外す必要があります。クリップ、ワッシャー、スプリングを外して、ピリオンシートヒンジを取り外します。ナット3個外して、ピリオンシートを取り外します。ボルト4本外して、グラブレールを取り外します。リアキャリアがついている場合は、一緒に取り外します。左右のプッシュリベット2本。ボルト2本を外します。下側のトリムクリップ2本を外します。プラスチックの爪がとても硬くはまっていますので、爪を折らないよう注意しながらシートカウルを取り外します。私はこのような場合は、カウルを傷つけないようにエーモンの内張り剥がしを使用します。ボルト3本とプッシュリベットを外して、左側のサイドカバーを取り外します。これでようやく目的のカプラーに触れることができます。キーをオンにして燃料ポンプの作動音を確認します。燃料ポンプのカプラーを取り外します。キーをオンにして燃料ポンプの作動音がしないことを確認します。アイドリングが止まるまでエンジンをかけて燃料ホース内の粘圧を抜いてください。エンジンの圧縮圧力を測定します。圧縮圧力を正常に測定するため、バッテリーは新品に交換しています。1番と2番の両方を測定します。スロットルを全開にしてスターターをしばらく回します。冷感時で1番は 1650kPa、2番は 1690kPa でした。RC88 は暖気後の標準値が 1775kPa ですので、冷感時であれば5から 10% 程度の圧力低下を考慮してギリギリ合格と言えます。オーバーホール後にもう少し回復してくれることを期待しましょう。汚れの侵入を防ぐためスパークプラグを締め付けます。最後に DTC を確認します。試運転でエンジンチェックランプが時々ついたり消えたりしましたので、何かしらの故障履歴が残っているはずです。DTC の確認方法は大きく分けて2種類あります。1、DLC にショートカプラーを接続して PGMFI 警告灯の点滅から読み取る。2、DLC に診断機を接続して読み取る。今回は2番の方法で作業を進めます。バッテリーの上にある DLC に専用アダプターを介して Bluetooth 接続の診断機を取り付けます。DLC が RC90 以前は4ピン、RH09 以降は6ピンですのでご注意ください。スマホアプリはカースキャナーを使用します。エラーの項目を確認すると P0202 ナンバー2インジェクター回路以上の履歴が残っていました。オーバーホール時に少し詳しく確認してみる必要がありそうです。
オーバーホール前点検の続きから分解を始めます。安全のためにマイナス端子プラス端子の順でボルトを外して車体からバッテリーを取り外します。工具がフレームなどに触れると短絡して大変危険ですので、絶対にプラス端子から外さないでください。青いカプラーのクリップを外してからボルト3本とプッシュリベットを外して右側のサイドカバーを取り外します。マフラーバンドのボルトを緩めます。固定ボルトを外してマフラーを取り外します。O2 センサーのカプラーを取り外します。エキゾーストパイプの固定ボルトを緩めます。ナット3個外してプラスチックハンマーなどで軽く叩き、エキゾーストパイプをエンジンから切り離します。ガスケットを回収します。配線が友締めされている小さなボルトを外してから固定ボルトを外してエキゾーストパイプを取り外します。エンジンオイルを抜き取ります。今回は 4.5 リットルのオイル処理箱を使用します。ドレンボルトを外してオイルを抜き取ります。オイルフィラーキャップを取り外します。パッキンを新品にしたドレンボルト、指定トルクで締め付けます。オイルフィルター内のオイルを抜き取ります。専用工具でフィルターを取り外します。オイルフィルターはオーバーホール後に交換しますので、ここではオイルが垂れてこないように手締めで取り付けておきます。冷却液を抜き取ります。ネジを外してラジエーターキャップを取り外します。エンジンが温まっているときは高温の冷却液が吹き出す危険性がありますので、絶対にラジエーターキャップを取り外さないでください。冷却液を廃棄する準備としてビニール袋を用意します。冷却液のドレンボルトを取り外します。冷却液が抜けきったらパッキンを新品にしたドレンボルト、指定トルクで締め付けます。ラジエーターキャップを取り付けます。オーバーホール後に冷却液を補給しますので、ネジは仮止めで構いません。ボルトやパイプを外してリザーバータンクを取り外します。エンジン側のバンドを緩めてアッパーホースを取り外します。冷却液がこぼれる可能性がありますので、ウエスなどで養生します。エンジン側のバンドを緩めてロアホースを取り外します。こちらは確実に冷却液がこぼれますので、下に容器を用意してください。ラジエーター下側のボルトを外します。ラジエーター上側のボルトを外します。エアクリーナーのホースを切り離します。冷却ファンのカプラーを外してからラジエーターをゆっくりと取り外します。中に残っている冷却液を完全に抜き取ってください。冷却液は排水としてそのまま流さないでください。専門業者へ引き渡すか、もしくは高吸水性樹脂や紙おむつなどで固めてから燃えるゴミとして処理してください。自治体によって冷却液の処理方法が異なりますので、詳しくは担当部署へご確認ください。エンジンに接続されたブリーザーホースを取り外します。スロットルボディとエアクリーナーを接続しているバンドを緩めます。ボルトを外してエアクリーナーを取り外します。スロットルボディに接続されたカプラー2個を取り外します。インシュレーターのバンドを緩めてスロットルボディを取り外します。2本のスロットルケーブルを外してスロットルボディを回収します。ガソリンが少量こぼれますので、クイックコネクタの下にウエスを置いて養生します。ジョイントゴムのタブをリテーナーから引き抜きます。リテーナーを上下から押し込みながらクイックコネクタをまっすぐ引き抜きます。かなり硬くはまっていますので、力をかけすぎてプラスチックを破損させないようご注意ください。サービスマニュアルには工具を使用しないと記載されていますが、私には工具を使用せずに取り外すことはできませんでした。ただ、リテーナーは組み付け時に新品への交換指定がありますので、もしリテーナーを破損させてしまっても問題ありません。また、RH09 以降はクイックコネクタの形状が異なり、グロムと同じ取り外し方になりますので、詳しくは前回の動画をご覧ください。取り外したフューエルパイプは汚れがつかないようにビニール袋などで養生することをお勧めします。ボルトを外してリアブレーキのリザーバータンクを取り外します。リアフェンダー両側のボルト2本を取り外します。テールランプ周りのカプラー4個を取り外します。フェンダーレスキットに変更されているため、純正とは異なる可能性がありますのでご注意ください。ボルト4本外してナンバーステーを取り外します。前へスライドさせてリアフェンダーを取り外します。途中のハーネスクリップを忘れずに取り外してください。ボルト2本とカプラー2個を外してレギュレーターを取り外します。カプラーはかなり硬く取り付けられていますので、プラスチックを破損させないようご注意ください。ボルトを外してシフトペダルアームを取り外します。ボルト3本外してリアカバーを取り外します。ボルト2本外してギアポジションセンサーを取り外します。バンドを外してすべての配線をフリーにします。レギュレーターから外した配線のカプラーを引き出します。
サイドスタンドスイッチのカプラーを取り外します。途中のクリップを2個外して配線をフリーにします。下側のクリップはマイナスドライバーなどで片側ずつ押し込むとスムーズに取り外せます。ニュートラルスイッチのカプラーを取り外します。スピードセンサーのカプラーを取り外します。ボルト2本外してケーブルガイドを取り外します。ボルトを外してキーロックス底から立東オープンケーブルを取り外します。ボックス後ろ側のボルト2本を外します。ボックス内側のボルト4本外してボックスを横向きに寝かせます。ボックス下側の ETC カプラー3個とオプション用カプラー1個を外します。ボックス右側のハザードリレーカプラーを外してラゲッジボックスを取り外します。クランクポジションセンサーのカプラーを取り外します。ガスパージコントロールバルブのカプラーを取り外します。ネジ2本外してホースをフリーにします。ボルト2本外してバッテリーボックス上側のハーネス類をフリーにします。スターターリレーとヒューズボックスを移動させてからバッテリーボックス内側のボルト2本を外します。バッテリーボックス下側のチャコールキャニスターを外してからバッテリーボックスを取り外します。インジェクターに接続されているカプラー2個を取り外します。インジェクターハーネスのクリップを取り外します。中央のパージホースを取り外します。エンジン左側のスパークプラグキャップを外してからハイテンションコードのクランプをすべて取り外します。ラゲッジボックスのドレンホースを取り外します。エンジン右側のスパークプラグキャップを外してからハイテンションコードのクランプをすべて取り外します。ボルト2本とカプラーを外してからホーンとステーを取り外します。オイルプレッシャースイッチと水温センサーのカプラーを外して各部のクランプを外しながらハーネスを丸ごと移動させます。ナットを緩めてクラッチリフターアームからクラッチケーブルを取り外します。クランプを外して QL ホースを邪魔にならない位置へ移動させます。ホース4本外してからチャコールキャニスターを取り外します。スターターモーターの固定ボルトを外してアース線を取り外します。固定ボルトを元の位置へ仮止めします。スターターモーターのナットを外してケーブルを取り外してからナットを元の位置へ仮止めします。リアブレーキを踏みながらボルトを緩めてドライブスプロケットを取り外します。ボルト2本外して左側のステップホルダーを取り外します。ウォーターポンプホースのバンドを緩めてホースを取り外します。5本のボルトを外してウォーターポンプを取り外します。冷却液が多少こぼれますので事前に容器を用意してください。サービスマニュアルにはここでウォーターポンプを取り外す指示はありませんが、経験上取り外した方がエンジンを下ろしやすいと判断したためウォーターポンプを取り外しています。ボルト2本外して左側のステーを取り外します。エンジンを固定している上側のボルト2本を取り外します。荷重がかかって取り外せない場合は緩めるだけで構いません。前側のボルト2本を少しだけ緩めます。エンジン後ろ側のボルトへアクセスするためにボルト2本外して右側のステップホルダーをウエスなどで養生してから移動させます。エンジン後ろ側のナット2個を緩めます。エンジンをフレームから下ろすためにクレーンを準備します。壁にオプションフレームを取り付けて400キロまで対応した電動ホイストクレーンを吊るしています。クレーンなどを用意するのが難しい場合は2人以上で支えながら下ろすのが確実かもしれません。このエンジンの乾燥重量はミッションモデルで約62キロ、DCT モデルで69キロです。腰を痛めないようにくれぐれもお気をつけください。私は基本的に全て1人で整備していますので、2人以上の手が必要な作業手順は避けるようにしています。また、年齢を重ねても問題ないように筋力が必要な手順をできるだけ避けて、文明の利器で乗り越えられるように整備手順を考えています。車体を上げる場合はフレームにベルトをかけて吊るすのが望ましいのですが、フレーム下にある ABS のブレーキ配管が潰れてしまいそうでしたので、今回はハンドルで吊るします。ハンドルポストに近い位置から2本のベルトでフックに引っ掛けます。少しずつクレーンで車体を上げて安定してまっすぐ上げられていることを確認します。このエンジンは下側にオイルパンがついている影響で水平に上げるのが難しいため、専用の台を木片で作成しました。専用台を作成するのが面倒な場合はオイルパンを取ってしまえば平らな板でも代用できます。車体を水平に上げてから下にキャスターをつけたリフトを置いてエンジンを少し上げます。キャスターは山崎実業の平台車を利用しています。耐荷重100キロですのでほぼ全てのバイクエンジンに対応できます。リフトでエンジンがまっすぐ上がっていることを確認します。ボルト4本を荷重のかかっていないところから順に取り外していきます。ボルトにエンジンの荷重がかかっている場合はリフトを上げて荷重を抜いてから取り外します。
ボルトが全て外れたら、リフトを少し下ろして、エンジンがフレームのどこにも触れていないことを確認します。ホースやケーブルなども全て切り離されていることを確認します。いろいろと試行錯誤しましたが、どうやらエンジンを下ろすには前輪を外す必要があるようです。フレーム全体を水平に50センチほど吊り上げられる高さがあれば、この工程は必要ありませんが、この辺は試してみなければわかりません。おとなしく前輪を取り外しましょう。ボルト6本外して、フロントフェンダーを取り外します。ボルト2本外して、フロントキャリパーを取り外します。キャリパーは袋などに入れて、邪魔にならない位置へ移動させます。割り締めボルトを外してからフロントアクスルを抜いて前輪を取り外します。これでようやくエンジンを下ろす準備ができました。車体を上げてフレームに接触しないように気をつけながらエンジンをゆっくりとフレームの右前方向へ移動させて下ろします。下ろしたエンジンをエンジンスタンドへ取り付けます。エンジンをクレーンで吊るためにエンジンハンガーを使用しています。バイク用のエンジンスタンドをいろいろ探しましたが、大型バイクのエンジンで使える作業性の良い安価なスタンドが見つからなかったため、自動車用のエンジンスタンドを改造して使用しています。エンジンハンガーのボルトをすべて取り外すと、エンジンを分解する準備が整いました。シリンダーヘッドを取り外すための準備をします。ボルト2本外して、インジェクター一式を取り外します。バンドを緩めて、インシュレーターを取り外します。ボルト2本外して、サーモスタット一式を取り外します。ボルト3本外して、シリンダーヘッドカバーを取り外します。ロッカーアームの色などから、適切な周期でオイル交換されていたと予想されます。タイミングホールキャップとクランクシャフトホールキャップを取り外します。スパークプラグを2本取り外します。カムシャフトメンテナンスキャップを取り外します。クランクシャフトホールからクランクシャフトを半時計回りに回して、カムスプロケットの矢印マークをシリンダーヘッド下側のマークへ合わせます。単気筒のように上視点へ合わせるのではないためご注意ください。ボルト3本外してロッカーアームアッシーを取り外します。ボルトが 10mm の12角ですので対応した工具をご用意ください。ロッカーアームアッシーを取り外す際にノックピンをクランクケース内に落下させないようご注意ください。カムチェーンを点検します。カムチェーンテンショナーのこの部分が 6mm 以上突き出している場合はカムチェーンが伸びていると判断できますので、カムチェーンを新品に交換する必要があります。デプスゲージで測ると約 2.1mm で問題ありませんでした。カムチェーンは再利用します。クランクシャフトを固定しながらカムシャフトキャップを取り外します。クランクシャフトを固定しながらカムシャフトボルトを緩めます。カムチェーンテンショナーを取り外す準備としてテンショナーの突き出している部分を押し下げながら 2mm 程度のピンを穴に刺して固定します。L 字のピックツールを使用すると簡単に固定できます。ボルト2本外してカムチェーンテンショナーを取り外します。カムチェーンを針金や結束バンドなどで吊るしてクランクケースへ脱落するのを防ぎます。カムシャフトボルトを外してカムスプロケットを取り外します。カムシャフトを傷つけないよう慎重に取り外します。カムシャフトはとても綺麗です。目立つような損傷は全く見当たりません。シリンダーヘッド右側のボルト2本を外します。ボルト6本を対角で少しずつ緩めます。ボルトをすべて外してからプラスチックハンマーなどでシリンダーヘッドを軽く叩いて取り外します。ノックピン2個とカムチェーンガイドを取り外します。ピストンの表面は思ったほどカーボンが堆積していません。11万キロでこれなら20万キロ以上まで問題なく走れそうです。クランクケース左側を取り外します。ボルト11本外してジェネレーターカバーを取り外します。このエンジンはクランクケースの合わせ面の多くが液体ガスケットで接着されているためなかなか剥がすことができません。カバーを剥がすのが難しい場合は叩いても良い突起がありますので、その部分を軽く叩いてクランクケースから剥がしてください。組み付け後にオイル漏れの原因となりますので、絶対に接着された合わせ面をマイナスドライバーなどでこじって開けないでください。ジェネレーターカバーは強い磁力で取り付けられていますので、カバーを取り外す際にご注意ください。ノックピン2個とオイルオリフスを取り外します。スターターリダクションギアとシャフトを取り外します。スターターアイドルギアとシャフトを取り外します。ボルト2本外してスターターモーターを取り外します。ボルトを外してステーもついでに取り外します。続いてフライホイールを外す必要があるのですが、ご覧のように手持ちのフライホイールホルダーではサイズが足りませんでした。そのため今回はクラッチ側から固定する方法でフライホイールを取り外すことにします。ボルトを外してクランクケース右側のステーを取り外します。
ボルト16本外してクラッチカバーを取り外します。クラッチ側からフライホイールを固定する場合の注意点としまして、グロムやセローなどの組み立て式クランクシャフトではやめた方が良いと思います。この方法ではクランクシャフトに回転方向の強い力が加わるため、副作用としてフレが大きくなる可能性がわずかにあるためです。組み立て式クランクシャフトではフライホイールホルダーをご使用ください。ミッションモデルはクラッチ周りがかなりスカスカな印象ですね。DCT モデルであればもっとパーツが詰まっているのかもしれません。プライマリードライブギアを特殊工具で固定します。モノタロウで購入したギアを特殊工具の代わりとしています。これでフライホイールを取り外す準備ができました。フライホイールの固定ボルトは逆ネジですので、時計回りにボルトを回して取り外します。絶対に半時計回りにボルトを回さないでください。ネジ穴を壊してしまう可能性があります。ボルトが外れましたら、フライホイールを取り外すために特殊工具を使用します。モノタロウで購入したボルトを特殊工具の代わりとしています。ボルトの底面をグラインダーで平らに加工しています。中央の穴からボルトを時計回りに締め付けて、フライホイールを取り外します。フライホイールはとても固く固定されていますので、スピンナーハンドルなどの大きな力をかけられる工具を使用してください。また、エンジンもしっかりと固定されていることをよく確認してください。もしこれらの作業を純正新品の特殊工具で揃えると約3万円かかります。でも、私の手順であれば2000円以下で済みます。高価な特殊工具が必要な部分をアイディアで乗り切れるようになると整備がさらに楽しくなります。フライホイール、ベアリング、ワッシャーを取り外します。ウッドラフキーは固着しているようですので、そのままにしています。クラッチカバーからクラッチリフターロッドを取り外します。スナップリングを外して、リターンスプリングとクラッチリフターアームを取り外します。取り外しをスムーズにするため、ギアシフトスピンドルを清掃します。ギアシフトスピンドルとワッシャーを取り外します。ボルトを外して、ワッシャー、ストッパーアーム、リターンスプリングを取り外します。ボルトを外して、シフトドラムセンターと小さなノックピンを取り外します。ボルト3本外して、センサーホルダーを取り外します。パッキンで貼り付いていますので、合わせ面を傷つけないようご注意ください。オイルシールも同様に、クランクケースを傷つけないよう注意して取り外します。ニュートラルスイッチを取り外します。特殊工具で固定してから、プライマリードライブギアボルトを少し緩めます。クラッチリフターロッドをマグネットで取り外します。クラッチスプリングのボルト4本を対角で少しずつ緩めて外し、クラッチリフタープレート、クラッチスプリング、ベアリングを取り外します。マイナスドライバーなどでロックナットのカシメを外してから、インパクトレンチでロックナットを取り外します。クラッチ一式をまとめて外してから、クラッチアウターガイドを取り外します。ボルトを外して、ワッシャー、クランクパルスセンサーローター、プライマリードライブギアを取り外します。カムチェーンを取り外します。オイルポンプのボルト3本を少し緩めます。ボルト3本外して、オイルポンプを取り外します。ノックピン2個を一緒に回収します。ボルトを外して、クランクケース上側のスピードセンサーを取り外します。クランクケース左側のボルト2本を外します。エンジンを180度回転させます。エンジンスタンドを使うと、回転が必要な作業を効率的に行えますのでお勧めします。オイルが垂れてきますので、下にオイル受けの容器をご用意ください。ボルト12本外して、オイルパンを取り外します。オイルストレーナーとシールリングを取り外します。汚れやゴミなどがほとんどなく、とても綺麗です。オイルフィルターとオイルプレッシャースイッチを取り外します。ボルトを外して、テンショナーセッティングプレートを取り外します。ベアリングを固定しているプレートのボルト10本をすべて緩めます。クランクケースを割る準備として、クランクケース片面をクレーンで吊るしてから、エンジンスタンドの固定を取り外します。クランクケース外側のボルト11本を対角で少しずつ緩めて外します。クランクケース中央付近にある2本のボルトを外し忘れないようご注意ください。クランクシャフトを固定している中央のボルト6本を対角で少しずつ緩めて外します。このボルトは再使用禁止ですので、組み付け時には新品をご用意ください。1本の実少し長いのでご注意ください。プラスチックハンマーなどで軽く叩いて、クランクケースを上下に分離します。ノックピン3個、オイルオリフス2個、ベアリング用の小さなノックピン1個を回収します。それぞれのコンロッドからボルトを2本ずつ外して、クランクシャフトからコンロッドをすべて分離します。コンロッドベアリング4個は摩耗や損傷はなくとても綺麗です。クランクシャフトをクランクケースから取り外します。ピストンを取り外す際に、コンロッドでシリンダー内面を傷つけないように、コンロッド下側をビニール袋と輪ゴムなどで養生します。クランクシャフトのメインジャーナルベアリング6個は、
多少摩耗しているところはありますが、10万キロ以上走っているにしてはかなり綺麗な方だと思います。コンロッドベアリングとメインジャーナルベアリングはどこから取り外したかわかるように整理して保管します。私はモノタロウのパーツボックスを使用しています。もしベアリングを分解時と異なる場所に組み付けた場合、オイルクリアランスが変わって、最悪の場合はクランクシャフトが焼き付く可能性がありますのでご注意ください。パーティションプレートを取り外します。ピストンをシリンダー上側へ向けてゆっくりと取り外します。絶対にシリンダー下側からピストンを取り外さないでください。コンロッドなどがはまり込んでピストンが取れなくなります。カーボンなどでそれなりに汚れてはいますが、側面のコーティングも残っていますし、シリンダー内面もとても綺麗なので、測定値が良ければ問題なく再使用できそうです。ボルト5本外してベアリングを固定しているプレートを2枚取り外します。クランクケースを傷つけないようにベアリング2個とメインシャフト側のトランスミッションリアバランサーを取り外します。ボルト2本外してプレートとベアリングを取り外します。カウンターシャフト側のトランスミッションを取り外します。シャフトを抜いてシフトフォーク3個を取り外します。ギアシフトドラムを取り外します。ボルト3本外してプレートとベアリングを取り外します。フロントバランサーを取り外します。シリンダーヘッドを分解します。といってもこのエンジンはバルブを取り外すだけですので、これまでに分解したシリンダーヘッドに比べるととても簡単です。通常はバルブスプリングコンプレッサーでバルブを縮めてからバルブコッターをマグネットで取り、リテーナー、スプリング、バルブを取り外していました。ただこの方法では少々時間がかかりますので、今回は違う方法をご紹介します。マグネットが入っている外径がバルブリテーナーと同サイズのディープソケットを用意します。バルブが当たらないようにシリンダーヘッドを木片などで 2,3 センチほど浮かせます。この状態でリテーナーをソケットで軽く叩くと一瞬でコッターが外れてスプリングを取り外すことができます。このようにソケットのマグネットにコッターが貼り付きます。ラジオペンチなどでコッターをマグネットから取り外してください。バルブをシリンダーヘッドの下から取り外して1箇所完了です。同じ作業を残りのバルブで繰り返します。バルブスプリングコンプレッサーを使用する場合に比べてかなりの時短になります。スプリングを縮ませる時間がとても短いので、スプリングがへたりにくい利点もあります。バルブが外れたらステムシールを取り外します。シリンダーヘッドに傷をつけないように、できればバルブステムシールプライヤーなどの専用工具を使用することをお勧めします。マグネットでバルブスプリングシートを取り外します。取り外したバルブの位置がわかるように整理してください。私はこちらの製品を使用しています。もしバルブの位置を入れ替えてしまうと、シートの当たり面が変わって圧縮が抜けてしまう可能性がありますのでご注意ください。すべてのパーツを洗浄します。シリンダーヘッドやクランクケースなど部位ごとにボックスで分けると組み付け時にパーツを間違いにくくなり効率的です。今回は NF ボックス7を8個、11を1個、13を4個、22を3個使用しました。エンジンオーバーホールに挑戦する方の参考になれば幸いです。パーツ洗浄、水洗い、乾燥、錆止め、面出しまでの作業をダイジェストでお送りします。パーツ洗浄の詳しい手順はセローとグロムの動画でご説明していますので、気になる方はそちらをご覧ください。ただパーツ洗浄は人気のあるコンテンツで、洗浄するだけの動画を見たいという方もいらっしゃるようなので、もう少しパーツ洗浄の様子をお見せします。今回は新しい試みとしまして、投稿者のバイク歴について語らせていただきます。興味がない場合はお手数ですが、次のパーツ点検まで飛ばしてください。20代前半までの私はバイクに全くと言ってよいほど興味がありませんでした。主に暴走族から感じたうるさい、危ないというイメージが強かったからかもしれません。ただ職場の先輩がバイクについてあまりにも楽しそうに話すのにつられて、通勤で使うという理由で普通二輪の免許を取得しました。初めて購入したバイクはホンダの CB400SFVTEC でした。走行距離1000キロ程度の国情の中古車を総額50万ぐらいで購入しました。これにフル駅の RPM 間へ変えてしまったことでバイクに取りつかれたと言っても過言ではありません。スクーターすら乗ったことのなかった私はすっかり官能的な排気音に魅了され、狂ったように毎日バイクで走っていました。信号が赤から青に変わるだけでワクワクして、何より VTEC で2バルブから4バルブへ切り替わる瞬間がとてつもなく楽しかったのを昨日のように覚えています。スロットルをひねって13000回転までエンジンを回すだけで全ての悩みが吹き飛ぶような開放感がたまりませんでした。
そんなわけで CB はバイクの魅力を十二分に教えてくれた名車です。それからは毎週のようにツーリングやバイク整備に明け暮れました。この頃は生活のほとんどがバイクを中心に回っていました。私が自動車整備士になる5年以上前の話です。その後は SRX600 をカスタムしてビッグシングルの鼓動感に感動したり、ガンマや KDEX でツーストの軽さとピーキーなパワーを体感したり、モンスター900で会社のパーツ価格と納期に驚愕したり、モンキーでカスタムの奥深さに感心したりと、合計で20台以上はバイクを乗り継いできました。バイクは排気量やエンジン形式で乗り味が全く変わるので飽きることがありません。ただ、今ではバイクに乗って走るよりも、整備をする方が面白く感じるようになってきています。体力的にピークを過ぎたこともありますが、楽しさや面白さの比重が整備知識や経験が増えることへ傾いてきたのが大きな理由かもしれません。ネットや書籍などから得られる知識ではなく、実際に経験しなければわからないことは数えきれないほどあります。第三者へそれらを分かりやすく伝えられるレベルに昇華することで、唯一無二の知識や経験になると考えています。というわけで、今ではこんな動画を作るまでに至りました。皆さんのバイク整備ライフの一助になれるよう精進してまいります。今後もパーツ洗浄のパートでは整備とは関係ない話をするかもしれません。パーツ洗浄のパートは必要ない、むしろもっとパーツ洗浄の時間を増やしてほしい、など、ご意見があればコメントで教えていただけると幸いです。ここからはエンジンの各パーツを点検します。ただ、前回の動画のコメント欄で、どうして安物のノギスを使っているのか、とのご意見が何件かありましたので、パーツを点検する前にその理由をここでご説明させていただきます。結論からお伝えしますと、バイク整備では高品質なノギスを使うメリットよりも、安価なノギスを使うメリットの方が大きい、と考えているからです。具体的に3種類のノギスで測定しながらご説明します。こちらは高品質な三つ豊のデジタルノギスです。150mm サイズを新品で購入すると Amazon で約15,000円。使用上の精度は 0.02mm です。こちらは私が愛用しているモノタロウのデジタルノギスです。これは 200mm サイズですが 150mm サイズなら約3,000円。使用上の精度は 0.03mm です。比較用としてさらに安価な高荷のカーボンファイバーデジタルノギスも参戦します。150mm サイズで約1,400円。使用での精度は 0.5mm です。25mm、50mm、75mm の基準棒を測って各ノギスの誤差を確認します。基準棒はマイクロメーターなど精密な測定機能、基準を出すために使用するほど正確な長さを提供してくれます。これをノギスで測れば測定棒の長さからずれた値を誤差と判断できます。三つ豊のノギスは 24.99mm、49.99mm、74.99mm で誤差 0.01mm。モノタロウのノギスは 24.98mm、49.98mm、74.99mm で誤差 0.01 から 0.02mm。高荷のノギスは 24.9mm、49.9mm、74.9mm で誤差 0.1mm。誤差は三つ豊のノギスが一番小さいですが、0.01mm 以下の精度を必要とする場合は精度が足りていません。精度が必要ならばマイクロメーターなどのさらに精密な測定器具を使用します。精度が求められる測定は高品質なノギスでも精度が足りず、精度を求められていない測定は安物のノギスで精度は足りています。つまり、バイク整備で高品質なノギスを使うメリットが小さく、何より価格差が5倍もあるので気軽には使えません。それにノギスは、整備中で手が多少汚れていても、落下しても気にしないほど気軽に使えることが、最も重要な要素であると考えています。というわけで、整備中はカーボン製の軽くて安価なノギスを、パーツ点検では安価でそこそこの精度のノギスを多用しています。ただ、このような理由を毎回説明するわけにもいきませんので、今後、パーツ点検では三つ豊のノギスを主に使うようにします。シリンダーヘッド関連のパーツを点検します。シリンダーヘッドの歪みから点検します。0.10mm のシックネスゲージが、ストレートエッジの隙間に入らなければ合格です。縦、横、斜めなど、全く隙間がないので問題ありません。バルブステム外径を測定します。ノギスでは精度が足りませんので、必ずマイクロメーターを使用してください。一般的には、バルブステムシールが擦れる、上から1、2センチ付近が最も摩耗しやすいので、そのあたりを中心に測定します。バルブ8本の測定値はこのようになりました。バイクのエンジンは乗車した状態で左から順に1番、2番と番号をつけます。吸気側は 4.972 から 4.974mm で、使用限度は 4.965mm なので問題ありません。排気側は 4.962 から 4.963mm で、使用限度は 4.955mm なので、こちらも問題ありません。バルブはすべて再使用します。バルブスプリングを測定します。
バルブ8個の測定値は 48.60 から 48.77 ミリで、使用限度は 48.10 ミリですので問題ありません。バルブスプリングはすべて再使用します。ロッカーアームを点検します。目視点検では特に異常は見当たりません。カムシャフトに押されるローラーはスムーズに回りますし、バルブとの当たり面もほぼ無傷のようです。ロッカーアームはこのまま再使用します。カムシャフトを点検します。カムシャフトの吸気カム、排気カム及びジャーナルの3点を測定します。ノギスでは精度が足りませんので、マイクロメーターをおすすめします。各部の測定値はこのようになりました。吸気のカムヤマは 34.930 から 34.935 ミリで、使用限度は 34.770 ミリなので合格。排気のカムヤマは 35.043 から 35.050 ミリで、使用限度は 34.900 ミリなので合格。ジャーナルは3箇所すべて 41.933 ミリで、使用限度は 41.927 ミリなので、カムシャフトの測定値はすべて合格でした。カムヤマに擦れた跡はありますが大きな損傷はなく、カムヤマの高さもすべて使用限度内なので、カムシャフトはこのまま再使用します。バルブのすり合わせをします。すり合わせの詳しいやり方は、セローとグロムの動画でご説明していますので、気になる方はそちらをご覧ください。圧縮圧力はほぼ正常値でしたので、すり合わせはしなくても問題ないかもしれませんが、念のためバルブシートの漏れを確認します。吸気と排気で合計8本のバルブに裏側から圧縮空気を吹きつけましたが、バルブからの漏れはほとんど発生していないようです。ただ、せっかくここまで分解しましたので、軽くカーボンを落とすだけのすり合わせをします。細めのコンパウンドをバルブシートの当たり面に塗り、バルブステムを同サイズのホースで電動ドライバーに接続して回転させながら上下に動かしてすり合わせを行います。SOHC 単気筒のエンジンはバルブが2個なので簡単でしたが、さすがにバルブが8個あると時間がかかります。最後にバルブシートの当たり幅を点検します。バルブシートのすり合わせで色が銀色に変わった部分の幅をノギスで測定します。測定値はこのようになりました。吸気側のシート当たり幅は 1.11 から 1.19 ミリで、使用限度は 1.50 ミリなので問題ありません。排気側は 1.39 から 1.43 ミリで、使用限度は 1.90 ミリなのでこちらも問題ありません。シリンダーヘッド関連のパーツはまだまだ使用できそうです。シリンダーを点検します。シリンダー内径の測定方法につきましては、グロムの動画で詳しくご説明していますので、気になる方はそちらをご覧ください。シリンダーゲージを用意して、2気筒のシリンダー内径をそれぞれ6点測定します。測定結果はこちらです。測定した最大値は 77.037 ミリで、使用限度が 77.070 ミリなので問題ありません。実はこのシリンダーの測定値から何万キロまで走れるか簡易的に計算することができます。シリンダーの下部はピストンリングに触れないため、製造時とサイズはほぼ変わりません。そのため、シリンダー上部から下部の内径を引くことでこれまでの摩耗量がわかります。走行 10.6 万キロでシリンダーは最大 0.027 ミリ摩耗していると分かりました。使用限度が 77.070 ミリですので 0.060 ミリ以上シリンダーが摩耗すると使用限度に達します。0.060 ミリを 100% とすると 0.027 ミリは使用限度の 45% 摩耗していると分かります。この値を走行距離で割ると約 23.5 万キロがシリンダーの寿命であると算出できます。というわけでまだまだ走れそうで安心しました。シリンダー上面の歪みを点検します。ストレートエッジとシリンダーの隙間に 0.10 ミリのシックネスゲージが入らなければ合格です。様々な角度で点検しましたが、すべて隙間はなく問題ありませんでした。シリンダー内面の測定値や状況、上面の歪みまで全て問題ないので、シリンダーはこのまま再使用します。ピストンを点検します。このエンジンはピストンピンクリップを使わず、ピストンピンが圧入されているため、取り外すためには特殊工具とプレス機が必要です。そのため、ピストンやコンロッドを交換しないのであれば、ピストンとコンロッドを接続したまま点検する方が、高価な特殊工具やプレス機を用意する必要がありません。ピストンスカートのコーティングが残っていて、大きな傷もなくかなり綺麗なピストンです。ピストン外径を測定します。マジックで黒く塗った位置を測定します。ピストンスカート下端から RC90 以前は 13mm、RH09 以降は 16mm の位置を測定と指定があります。ノギスでは精度が足りませんので、必ずマイクロメーターで測定してください。1番が 76.975mm、2番が 76.977mm でした。新品の下限値が 76.976mm で、使用限度は 76.970mm なので、ピストンはそれほど摩耗していないようです。使用限度に達していませんので、再使用します。
ピストンリングを点検します。シリンダーの下側にピストンリングを入れて、反対側からピストンで押し出し、ピストンリングをまっすぐにします。この状態でピストンリングの合い口隙間をシックネスゲージで測定します。1番のトップリングは 0.20mm、セカンドリングは 0.35mm、2番のトップリングは 0.23mm、セカンドリングは 0.40mm、すべて使用限度内なので再使用します。トップリングの新品加減値が 0.30mm で、セカンドリングは 0.42mm なので、ひょっとすると一度は交換しているのかもしれません。もしくはピストンリングよりもシリンダーの素材を柔らかくしてピストンリングの摩耗を防いでいるのかもしれません。ピストンにピストンリングを組み付けます。合い口隙間はこの位置に調整します。ピストンリングのマークを上側にして取り付けてください。すでにマークが消えてしまったピストンリングの向きを確認する方法はグロムの動画で詳しくご説明していますので、そちらをご覧ください。ピストンリングがこのぐらいのサイズになると、専用工具を使用した方がスムーズに取り付けられます。エンジンオイルはシリンダーへ組み付け直前に塗布しますので、今は塗らなくても構いません。クランクシャフトを点検します。このエンジンはクランクシャフトのベアリングに、グロムやセローのようなボールベアリングではなく、スライドベアリングを採用しています。摩擦抵抗を低減するために、ボールベアリングでは金属のボールが使用され、スライドベアリングはエンジンオイルが使用されています。そのため、スライドベアリングは、オイルクリアランスと呼ばれる隙間を適正値に保つことがとても重要です。オイルクリアランスが小さすぎても大きすぎても、スライドベアリングは正常に機能しません。このオイルクリアランスを測定するには、プラス値ゲージを使用します。これは糸状の樹脂製計測器です。実際にクランクシャフトのオイルクリアランスを測定します。測定箇所は3箇所のメインジャーナルです。使いやすいサイズに切り分けて使用します。クランクシャフトとベアリングをすべて脱脂してから、プラス値ゲージをクランクシャフトの上に置き、クランクケースをボルト6本で締め付けます。測定中はクランクシャフトを絶対に回さないでください。組み付け時は新品のボルトを使用する必要があるのですが、オイルクリアランス測定では取り外したボルトを再利用します。ボルトを対角で数回に分けて指定トルクと角度締めで締め付けます。すべて締め付けたら、ボルトを取り外してクランクケースを開き、潰れたプラス値ゲージの幅からオイルクリアランスを測定します。測定値はこのようになりました。適正値は 0.019 から 0.037mm で、使用限度は 0.05mm ですので、すべて問題ありません。続いて、コンロッドのオイルクリアランスを確認します。先ほどと同様に、プラス値ゲージを2箇所のクランクピンに置いて、コンロッドベアリングキャップをボルト2本で締め付けます。こちらも組み付け時は新品のボルトを使用しますが、オイルクリアランス測定では取り外したボルトを再利用します。ボルトを交互に数回に分けて指定トルクと角度締めで締め付けます。締め付けたら取り外して、潰れたプラス値ゲージの幅からオイルクリアランスを測定します。測定値はこのようになりました。適正値は 0.026 から 0.044mm で、使用限度は 0.05mm ですので、すべて問題ありません。コンロッドのオイルクリアランスを測定したついでに、サイドクリアランスも測定します。コンロッドベアリングキャップをボルト2本で締め付けて、シックネスゲージでクランクシャフトとコンロッド間のサイドクリアランスを測定します。使用限度 0.45mm で、どちらも 0.25mm ですので問題ありません。続いて、クランクシャフトの各部を測定します。メインジャーナル外径からです。ノギスでは精度が足りないため、必ずマイクロメーターを使用してください。測定結果はこちらです。メインジャーナル外径の摩耗量を確認するため、製造時のメインジャーナル外径を表示します。これはクランクシャフトのこの部分に打刻されています。製造時と比べて1番と3番のメインジャーナル外径がわずかに摩耗していることが分かりました。スライドベアリングを採用しているクランクシャフトは、ベアリング交換でオイルクリアランスを適切に保てなくなると寿命となります。先ほどプラス値ゲージでオイルクリアランスが使用限度に達していないことは確認しましたが、今後もバイクを安心して走らせるためには、ベアリングを交換してオイルクリアランスを適正値の中央付近に調整することが望ましいです。適切なオイルクリアランスにするためのベアリング選択表がサービスマニュアルに記載されています。クランクケース内径コードと測定したメインジャーナル外径をこの表に当てはめると、最適なベアリングを選択することができます。ベアリングは側面に塗ってある色で種類を判別します。例えば、このベアリングは B ですので黒に塗られています。左側の紫は選択表に存在しませんので意味はわかりません。ただ、使用済みのベアリングは色が抜けて、種類がわからなくなることがありますので、その場合は内径コードと外径コードを選択表に当てはめて確認します。クランクケース内径コードは、クランクケースのこの部分に打刻されています。左から1番、2番、3番を表し、すべて B ですので、選択表の B 列からベアリングを選択します。
これまでの情報をまとめると、1番は製造時の外径コードが2ですので、ベアリングは C が取り付けられていました。現在のメインジャーナル外径は 34.001 から 34.004 ミリで、これは外径コード3に該当するため、ベアリングは C から B へ変更が必要です。同様に確認していくと、2番のベアリングは外径の摩耗がないので B から変更なし、3番のベアリングは D から C へ変更が必要と分かりました。合計でベアリング B が4個、C が2個で確定しました。取り外した使用済みベアリングの表面は摩耗が確認できますので、1、2、3番すべての合計6個を新品へ交換します。続いてクランクピン外径を測定します。製造時のクランクピン外径はクランクシャフトのこの部分に打刻されています。測定結果はこちらです。製造時と比べて両方のクランクピンがわずかに摩耗しているようです。コンロット大端部内径コードと測定したクランクピン外径をコンロットベアリング選択表に当てはめると最適なベアリングを選択することができます。コンロット大端部内径コードはコンロットのこの部分に打刻されています。コンロットベアリング選択表で確認すると、1番は内径コード2なので E から D へ変更、2番は内径コード3なので D から C へ変更が必要と分かりました。ベアリングは D が2個 C が2個の合計4個を新品へ交換します。新しいベアリングが届きましたので、すべてのオイルクリアランスをプラス1ゲージで測定します。測定結果はこちらです。メインジャーナルベアリングのオイルクリアランスは 0.002 から 0.003 ミリ小さくなり、コンロットベアリングのオイルクリアランスは 0.004 から 0.005 ミリ小さくなりました。これで20万キロぐらいまでは安心して走れるようになったと思います。最後にクランクシャフトのフレを点検します。クランクケースに左右のメインジャーナルベアリングを置いて、エンジンオイルを塗布してクランクシャフトを準備します。中央のフレを確認するため、中央のベアリングは取り付けません。クランクシャフト中央のフレ幅は 0.01 ミリなので、フレは 0.005 ミリ。クランクシャフト左側はフレが全くありませんでした。フレの使用限度は 0.03 ミリですので問題ありません。すべて問題ありませんので、クランクシャフトはこのまま再使用します。トランスミッションを点検します。さすがに大型バイクのトランスミッションは耐久力があるようで、ギアやシャフトなどどこにも異常は見当たりませんでした。バランサー、シフトフォーク、シフトドラムなども特に問題ありません。このバイクは走行10万キロを超えても問題なく走れるように設計されているようです。トランスミッションを全分解すると、サークリップを新品にする必要がありますので、今回はサークリップを外さず、ベアリングとオイルシールのみ新品へ交換します。カウンターシャフト出力側のボールベアリングは特に問題なさそうなのでそのまま使用します。ベアリング手前のオイルシールを新品に交換します。カウンターシャフトのニードルベアリング2個新品に交換します。モリブデングリスを含んだエンジンオイルを塗布しながら組み付けます。私はベルハンマーを塗布しながら組み付けています。パーツリストやサービスマニュアルをよく確認しながら組み付けてください。最終的なニアの動作確認はクランクケースへ取り付けてから行います。オイルポンプを点検します。ボルト3本外してオイルポンプカバーを取り外します。スラストワッシャー、シャフト、ドライブピン、アウターローター、インナーローターをまとめて取り外します。各部を洗浄して異常がないか確認します。特に異常はありませんでした。シックネスゲージで各部のクリアランスを測定します。インナーローターとアウターローターのチッククリアランスを測定します。0.2 ミリのシックネスゲージが入らないので合格です。アウターローターとボディの間のボディクリアランスを測定します。0.35 ミリのシックネスゲージが入らないので合格です。ボディとカバーの間のサイドクリアランスを測定します。オイルポンプへ直角にストレートエッジを当てた隙間に 0.12 ミリのシックネスゲージが入らないので合格です。すべて問題ないのでオイルポンプは再使用します。オイルポンプを組み付けます。ローターなどすべてのパーツにエンジンオイルをたっぷりと塗布します。ローターはマークのある方が奥側ですのでご注意ください。シャフトにドライブピンを入れてからローターに通します。スラストワッシャーをシャフトに入れます。ノックピン2個を取り付けてからカバーを閉じます。ボルト3本を規定トルクで締め付けます。シャフトがスムーズに回ることを確認します。最後に裏側2箇所のパッキンをエンジンオイルを塗布した新品に交換します。水冷関連のパーツを点検します。ボルト2本外してサーモスタットのケースカバーを取り外します。張り付いて外れない場合はプラスチックハンマーなどで軽く叩きます。マイナスドライバーなどでケースの隙間をこじって開かないでください。サーモスタットを引き抜いて点検します。特に異常は見当たりません。サーモスタットラバーを新品に交換します。
サーモスタットに向きがありますのでご注意ください。この向きでケースに挿入します。ケースカバーを取り付けてボルト2本を規定トルクで締め付けます。裏側のオーリングを新品に交換します。続いてウォーターポンプを点検します。ウォーターポンプのベアリングやプレートに異常はありません。軽く洗浄してから内部のガスケット2枚を新品に交換します。形は同じですのでどちら側に入れても構いません。ノックピン2個が入っていることを確認してウォーターポンプカバーを合わせます。32mm のボルトに新品のシーリングワッシャーを入れてウォーターポンプの中央に入れます。35mm のボルトをこの位置に入れて2本のボルトを締め付けます。裏側のオーリング2個を新品に交換します。大きい方のオーリングにはエンジンオイルを塗布してください。クラッチを点検します。クラッチボスやクラッチハウジングは劣化により段付き摩耗が発生しやすいのでよく確認します。目視でディスクの跡は確認できますが、指で触っても段付きはほとんど感じられないのでこのまま再使用します。フリクションディスクの厚みを測定します。フリクションディスクは 2.67mm から 2.71mm の範囲で使用限度は 2.3mm ですので問題ありません。ディスクの表面が焼けたり破損したような様子もないので再使用します。クラッチプレートを点検します。平らな場所にプレートを置いて使用限度の厚みのシックネスゲージが入らなければ正常です。すべてのプレートに 0.3mm のシックネスゲージは入らず歪みはないようなので再使用します。クラッチスプリングの長さを測定します。測定値は 43.60、43.55、43.51、43.71。多少長さにばらつきはありますが、使用限度は 41.9mm で問題ありませんので再使用します。クラッチを点検しまして、シャラシャラ音の原因と思われる部分を発見しました。クラッチプレートにジャダースプリングワッシャーが当たった部分が摩耗していました。この摩耗した溝により、ジャダースプリングワッシャーがクラッチプレートから離れて、アイドリング時に音を発生していたのだと思われます。そのため摩耗したクラッチプレートを1枚だけ新品にします。これで異音が解消することを祈りましょう。クラッチを点検していてサービスマニュアルと異なるところがありましたのでお伝えします。それはフリクションディスクの種類です。フリクションディスクはサービスマニュアルでは3種類ですが、分解したクラッチには2種類しか入っていませんでした。ディスク A1 枚、ディスク B1 枚、ディスク C6 枚のはずが、ディスク B1 枚、ディスク C7 枚になっていました。てっきり組み間違いと思い足りない新品のディスク A を購入してみましたが、摩擦材のピッチを確認すると9度でディスク C と同じでした。おそらく製造時は3種類だったものが2種類でも走行に支障がないことが分かり、コスト削減で2種類に変更されたのか、もしくはディスク A のピッチが 7.5 度から9度になり、摩擦材だけディスク C とは違うのかもしれません。いずれにせよ RC90 以前のクラッチを点検する際はご注意ください。RH09 以降はクラッチの構造が異なりますので、詳しくはサービスマニュアルをご確認ください。クラッチは同じようなパーツが何枚も重なっているため、組み付け間違いが発生しやすいエンジンパーツの一つです。くれぐれもパーツリストやサービスマニュアルをよく確認してから組み付けましょう。スロットルボディ周りを点検します。今回は DTC にインジェクター2番の故障履歴がありましたので、それを踏まえた点検をします。インジェクターをフューエルレールから取り外す前に現在の番号を記入します。それぞれのリテーナーを外してレールからインジェクターを2個取り外します。インジェクターの外見に破損はなくとても綺麗です。軽く清掃してからインジェクター前後のパッキンを交換します。新品のパッキンにエンジンオイルを塗布して取り付けます。インジェクターになぜ番号を記入したのかと言いますと、故障履歴の原因を特定するためです。インジェクターの1番と2番を入れ替えて取り付けて DTC リセット後にしばらく走行します。1番のエラーが出ればインジェクターの故障、2番のエラーが出ればインジェクター以外の ECU、配線、カプラーなどの故障、そしてエラーが出なければ接触不良や作動不良などの一時的な不具合がオーバーホールで解消したと判断できます。1番と2番のインジェクターを入れ替えてフューエルレールへ取り付けます。インジェクターの本体とレールの溝部を合わせてください。それぞれリテーナーを取り付けます。金銭的に余裕があれば2番のインジェクターを新品にしても構いません。スロットルボディを点検します。バイクによってはセンサーユニットを取り外して洗浄しただけでエンジンチェックランプが点灯したりアイドリングが不安定になるなど何かしらの不具合が発生することがあります。センサーユニットからエラーコードが出ているなどの理由がない限りセンサーユニットは取り外さずに洗浄しましょう。ボルト2本外して IACV を取り外します。ボルトがトルクスの T20 ですのでご注意ください。このパーツでアイドリング制御をしています。
クランジャーやスプリングに損傷や破損がないかよく確認します。エンジンオイルを塗布して新品のオーリングを取り付けます。クランジャーを時計回りに回してクランジャーの溝をスロットルボディ側の突起に合わせて取り付けます。ボルトの締め付けトルクはサービスマニュアルに載っていませんので、緩まない程度に軽く締め付けます。スターターモーターを点検します。ボルト2本外してモーターを分解します。アイマークが複数あって少し分かりにくいため、自分なりのアイマークをマジックなどでつけた方が良いかもしれません。フロントカバーをプラスチックハンマーなどで軽く叩いて取り外します。ワッシャーやシムが複数あるクロムのスターターモーターとは異なり、シャフトに何もついておらずとてもシンプルです。シャフトを引いてアーマチュアーシーを取り外します。これまでに分解したスターターモーターとは異なる構造で、ブラシとの接点がシャフトに対して垂直になっていました。最近のモーターはこの構造が一般的なのでしょうか。接点は破損や変色はほとんどなく綺麗です。ケースを取り外します。ブラシが手前に出ているのはとても違和感があります。ネジを外してブラシとスプリングを取り外します。リアカバーのナットなどをすべて外してブラシホルダーごとブラシとスプリングを取り外します。ブラシの長さは約 10mm から 11mm で、サービスマニュアルに使用限度は載っていません。まだまだ使用できそうな長さなので、ブラシはこのまま再使用します。ベアリングにゴロゴロ感はなく、特に異常がなさそうなのでこれも再使用します。フロントカバーを洗浄して、エンジンオイルを塗布した新品のパッキンに交換します。リアカバーとアーマチュアーシーを洗浄します。コンミュテーターを紙やすりできれいにしてから、接点復活スプレーで洗浄します。ブラシホルダーやケースもすべて洗浄します。ケース前後のシールリングにシリコングリスを塗布して新品に交換します。リアカバーにブラシホルダー、スプリング、ブラシをセットしてネジで締め付けます。もう片方のブラシ、スプリングをセットしてターミナルボルトを指で押さえます。リアカバーの反対側からシリコングリスを塗布した新品のオーリングをボルトの奥まで入れます。ターミナルストッパーの向きに気をつけながら、インシュレーター、ワッシャー、ナットの順にボルトへ通して、ナットを規定トルクで締め付けます。配線固定用のナットも紛失防止に仮止めしておきます。長い固定ボルト2本のオーリングにシリコングリスを塗布して新品へ交換します。アーマチュアーシーのシャフト部に薄くグリスを塗ってリアカバーに差し込みます。スムーズに回転することを確認します。シャフトを押さえながらマグネット付きのケースを取り付けます。磁力で強く引かれますので破損させないように注意してください。カバーを回してアイマークを調整します。フロントカバーを取り付けて、こちらもカバーを回してアイマークを調整します。ボルト2本を取り付けて指定トルクで締め付けます。シャフトがスムーズに回ることを確認して完了です。クロムのスターターモーターと比べると驚くほど短時間で点検整備が完了しました。勝敗企業ではコスト的に難しいかもしれませんが、この方式のスターターモーターが主流になることを願います。チェンジスイッチ部のガスケットがメーカー廃盤で手に入れることができないため、ガスケットを自作します。ガスケットの作り方にはいろいろありますが、今回は使用済みのガスケットがきれいに剥がれたので、ガスケットをコピーする場合のやり方をご紹介します。使用済みのガスケットが 0.3mm なので、新品の 0.3mm ガスケットを使用します。使用済みガスケット、新しいガスケットにマスキングテープや両面テープなどで貼り付けます。テープを貼っていない部分の輪郭を白ペンでなぞります。ガスケットが黒でなければ黒マジックなどでも構いません。新しくマスキングテープを貼って古いマスキングテープを剥がします。残りの部分を白ペンでなぞります。使用済みのガスケットを剥がして新しいガスケットの内側を切り抜きます。カッターでもハサミでもやりやすい方法をご選択ください。カッターの場合はガスケットを動かしながら切るとやりやすいです。ガスケットを押さえる手は手袋をしておいた方が安全です。次にガスケットの外側を切り抜きます。ガスケットが細い部分は破かないようにご注意ください。最後にボルトの穴を開けます。使用済みのガスケットを重ねながら 8mm と 6mm のポンチで打ち抜きます。下に木片などをご用意ください。これでガスケットができました。クランクケース周りのポールベアリングを交換します。ベアリングプーラーでベアリングを取り外します。バランサーの左側2個、メインシャフトの左側1個の合計3個を取り外します。ベアリングインストーラーのサイズを確認します。47mm でちょうどでした。
ベアリングはあっさり外れましたので、クランクケースを温めなくても叩き入れることはできると思いますが、クランクケース保護のために少しだけ温めてから挿入します。ヒートガンで60度ぐらいまで温めてから、冷凍庫でキンキンに冷やしていたベアリングをメインシャフト左側の穴に奥まで挿入します。続いてバランサー左側のベアリングを挿入します。すんなり入らなかった場合は、ベアリングインストーラーで軽く叩くと簡単に入ります。下側のクランクケースも同様にヒートガンで60度ぐらいまで温めてからバランサー左側のベアリングを挿入します。クランクケースが冷めてからベアリングインストーラーで強めに叩き、全てのベアリングがしっかりと奥まで入っていることを確認して完了です。シリンダーヘッドにバルブを組み付けます。全てのパーツにエンジンオイルを塗布しながら作業をします。バルブスプリングシートを置きます。新品のバルブステムシールを取り付けます。バルブをシリンダー側から差し込んで、バルブスプリングとリテーナーを支えます。バルブスプリングはピッチの広い方が上ですのでご注意ください。バルブスプリングコンプレッサーでスプリングを圧縮します。圧縮しすぎるとスプリングの劣化を早めますのでご注意ください。バルブコッターをラジオペンチやピンセットなどで2つ入れます。コッターがうまく入らない場合は少量のグリスを塗ると入れやすくなります。バルブスプリングコンプレッサーを取り外します。シリンダーヘッドを浮かせてからバルブステムを木片などで軽く叩いてコッターの位置を安定させます。すべてのバルブで同じ作業を行います。クランクケースにギアシフトスピンドルのオイルシールを取り付けます。このオイルシールはクランクケースと同じ高さではなく、少しだけ奥に取り付ける必要があります。オイルシールインストーラーのサイズを確認すると約 24mm でした。オイルシール取り付け穴の深さを測ると約 6mm でした。オイルシールの厚みが 5mm ですので、突き当たるまで挿入すると約 1mm の深さになります。指定は 0.4 から 1.6mm ですので問題ありません。新品のオイルシールを指で軽く押し入れてから、インストーラーで突き当たるまで叩き込みます。オイルシールの取り付け深さは予定通り約 1mm でした。オイルシールのリップ部にグリスを塗ります。クランクケースカバーにクラッチリフターアームを組み付けますので、先にオイルシールを取り付けます。穴の深さが約 6.2mm で、オイルシールの厚みが 5mm ですので、突き当たるまで挿入すると約 1.2mm の深さになります。ここの取り付け深さは指定が 0.2 から 0.7mm ですから、オイルシールが突き当たるまで挿入すると失敗です。新品のオイルシールを指で軽く取り付けてから、プラスチックハンマーなどで軽く叩き込みます。深さは約 0.5mm になりましたので問題ありません。オイルシールのリップ部にグリスを塗ります。クラッチリフターアームにエンジンオイルを塗布して、クランクケースカバーに差し込みます。リターンスプリングを溝に合わせてから、クラッチリフターロッドを取り付けます。クラッチリフターアームを動かして、リフターロッドが前後に動くことを確認します。新品のサークリップで固定します。クランクケースの組み付けを開始しますので、アッパークランクケースをエンジンスタンドに固定します。クランクケース内の駆動するパーツは、すべてエンジンオイルを塗布しながら組み付けてください。アッパークランクケースにリアバランサーを取り付けます。リアバランサーをクランクケースに当てないよう注意して、奥側のベアリングへシャフトを挿入します。新品のベアリングにエンジンオイルを塗布して、手前のシャフトへ挿入します。アウトサイドと刻印のあるセットプレートを手前に向けて、ネジロック剤を塗布したボルト2本で締め付けます。ネジロック剤を使用するネジ穴は、ネジ山が埋まっている可能性がありますので、ボルトを入れている途中に少しでも入りにくいと感じたら、必ずタップでネジ穴をきれいにしてください。再度、ネジロック剤を塗布したボルト2本で締め付けます。メインシャフトをクランクケースに当てないよう注意して、奥側のベアリングへシャフトを挿入します。新品のベアリングにエンジンオイルを塗布して、手前のシャフトへ挿入します。アウトサイドと刻印のあるセットプレートを手前に向けて、ネジロック剤を塗布したボルト3本で締め付けます。クランクケースにノックピンを入れてから、カウンターシャフトのキャップ穴にノックピンが入るよう、慎重にカウンターシャフトをクランクケースに乗せます。ロアークランクケースにフロントバランサーを取り付けます。フロントバランサーをクランクケースに当てないよう注意して、奥側のベアリングへシャフトを挿入します。新品のベアリングにエンジンオイルを塗布して手前のシャフトへ挿入します。アウトサイドと刻印のあるセットプレートを手前に向けて、ネジロック剤を塗布したボルト3本で締め付けます。シフトドラムをロアークランクケースに奥まで挿入します。新品のベアリングにエンジンオイルを塗布してシフトドラムへ挿入します。シフトフォークシャフトをクランクケースの穴に少しずつ挿入しながら、シフトフォーク R をシフトドラムの溝に合わせて入れます。続いてシフトフォーク C を入れて、
最後にシフトフォーク L を入れます。シフトフォーク3本を取り付けるとこのような向きになります。セットプレートをネジロック材を塗布したボルト2本で締め付けます。セットプレートはシフトフォークシャフトの穴が隠れる向きで取り付けてください。クランクシャフトをアッパークランクケースに取り付けます。クランクシャフトとリアバランサーは正しい位置関係で組み付ける必要があるため、まずリアバランサーをボルトで固定します。サービスマニュアルには M6×14mm のボルトと指定がありますが、インジェクターのフューエルレールを固定しているボルトを2本で代用します。クランクケースにクランクシャフトを取り付けます。メインジャーナルベアリングとクランクシャフトにはモリブデングリスを含んだエンジンオイルを塗布してください。三角マークが右上に来るようにしてクランクシャフトをクランクケースに乗せます。リアバランサーとクランクシャフトのマークを確認して、もしずれていたらクランクシャフトを浮かせて位置を調整します。リアバランサーとクランクシャフトのマークが合っていることを確認できたら固定ボルトを取り外します。ピストンを取り付けます。シリンダーにエンジンオイルをたっぷりと塗布します。ピストンリングコンプレッサーにピストンリングを取り付けたピストンをセットします。このエンジンはピストンリングコンプレッサーなしでピストンを取り付けることは非常に困難ですので必ずご用意ください。コンロッドをビニールなどで養生します。ピストンのインと書かれているのが吸気側です。この場合は下向きになります。シリンダー面を傷つけないよう注意しながらハンマーの柄などでピストンを軽く叩いて挿入します。コンロッドの養生を取り除き、モリブデングリスを含んだエンジンオイルを塗布してコンロッドベアリングキャップを合わせます。コンロッドベアリングキャップの合わせ面はしっかりと洗浄して事前に圧縮空気できれいにしておきます。新品のボルト2本のネジ部と座面にエンジンオイルを塗布して指定されたトルクと角度で締め付けます。1番と2番のコンロッドで同じ作業を行います。くれぐれもコンロッドベアリングキャップのボルト2本を再使用しないようご注意ください。締め付けが完了したらクランクシャフトがスムーズに回転することを確認します。クランクシャフトが動くのを防ぐため、リアバランサーの穴に固定ボルトを取り付けます。ロアークランクケースのフロントバランサーもボルトで固定します。バランサーの穴からボルトが飛び出ないように気をつけてください。いよいよ上下のクランクケースを合わせます。今回のエンジンオーバーホールで一番の難所はここだと思います。クランクシャフト、フロントバランサー、シフトフォーク、トランスミッションの位置に注意しながら、液体ガスケットを塗って時間制限がある状態でクランクケースを適切に組み付ける必要があります。上下のクランクケースの合わせ面をしっかり脱脂します。脱脂を怠るとオイル漏れが発生しますので手を抜かないでください。液体ガスケットをロアークランクケースに適量塗布します。指定は3ボンド 1207B です。相当品でも問題ないとは思いますが、できれば指定の液体ガスケットをお勧めします。塗る場所を動画でよくご確認ください。塗りすぎにはくれぐれもご注意ください。液体ガスケットがエンジンオイルの湯路を塞いでしまうと、エンジンが焼き付く可能性があります。ノックピン3個をアッパークランクケースに取り付けます。オイルオリフス2個、穴が小さい方をアッパークランクケース側にして取り付けます。ロアークランクケースを持ち上げて、シフトフォーク3本をアッパークランクケース側のトランスミッションへ挿入しながら、クランクケースを慎重に合わせます。この段階ではクランクケースをぴったりと合わせないでください。フロントバランサーを固定しているボルトを外して、クランクシャフトとフロントバランサーのマークを確認します。フロントバランサーの位置が問題なければ、リアバランサーを固定しているボルトを外します。合わせ面の隙間がなくなるまで、クランクケース全体をプラスチックハンマーなどで軽く叩きます。メインシャフトを回しながらシフトドラムを回して、トランスミッションが正常にシフトチェンジすることを確認します。1速から6速でカウンターシャフトの回転速度が変わることを点検してください。新品のメインジャーナルボルト6本を対角に少しずつ指定トルクと角度締めで締め付けます。ここのボルトはくれぐれも再使用しないでください。左下のボルト1本のみ少し長いのでご注意ください。角度締めをするときは、もし150度であれば50度を3回ずつなど複数回に分けて締め付けてください。角度締めをしているとどこを締めたか忘れてしまうことがあるため、不安な場合はマジックペンなどで締めたところにチェックを入れていくと確実です。クランクケース右上のボルトを締め付けます。クランクケース右下のボルトを締め付けます。クランクケースの右下あたりのボルトにネジロック剤を塗布して締め付けます。残り8本のボルトをクランクケースに取り付けて対角で少しずつ締め付けます。ボルトの長さは全て同じですのでどこに入れても構いません。クランクケースを回せるようにするため、エンジンスタンドにロアークランクケースをボルトで固定してクレーンを取り外します。クランクケースを180度回します。
新品のシーリングワッシャーをボルトに取り付けて、左のボルトと交互に締め付けます。最後に前後バランサーとクランクシャフトのマークが合っていること、クランクシャフトがスムーズに回ることを確認して、クランクケース合わせの工程は終了です。液体ガスケットが乾いてしまいますので、クランクケースを合わせてから、すべてのボルトを締め付けるまでの作業は必ずノンストップで行ってください。クランクケースを180度回します。オイルフィルターボスの突き出し量を点検します。指定は16から17ミリですので問題ありません。オイルプレッシャースイッチを取り付けます。ネジ部に液体ガスケットを塗布して締め付けます。24ミリのディープソケットを使用しますので、締めすぎにご注意ください。また、このネジ穴はテーパーネジですので、通常のタップは絶対に使用しないでください。オイルパンを取り付けます。新品のシールリングにエンジンオイルを塗布して取り付けます。オイルストレーナーの突起とクランクケースの溝を合わせて取り付けます。オイルパンの合わせ面を脱脂してから液体ガスケットを塗布します。塗りすぎにご注意ください。オイルパンを合わせてボルト12本を対角で複数回に分けて締め付けます。クランクケースを180度回します。オイルポンプを取り付けます。ノックピン2個をクランクケースに取り付けます。パッキンを新品にしたオイルポンプにエンジンオイルを塗布してからクランクケースに取り付けます。オイルポンプシャフトのタブとバランサーシャフトのスリット部を合わせてください。ボルト3本でオイルポンプを締め付けます。カムチェーンをクランクシャフトに取り付けます。クラッチを取り付けます。クラッチアウターガイドをメインシャフトに取り付けます。クラッチアウター、スラストワッシャー、プレッシャープレートの順に取り付けます。すべてのフリクションディスクにエンジンオイルが染み込むまでたっぷりと塗布します。クラッチ滑りの原因になりますので、モリブデングリスを含んだエンジンオイルは絶対に使用しないでください。フリクションディスクとクラッチプレートを交互に取り付けます。奥側からディスク A1 枚、ディスク C6 枚、ディスク B1 枚の順で組み付けてください。フリクションディスク最後の1枚は、クラッチアウターの浅い溝に合わせます。ジャダースプリングとスプリングシートをクラッチセンターに取り付けて、クラッチアウターと合わせます。ジャダースプリングの向きはサービスマニュアルに指定はありませんが、取り外した時の向きに合わせて広がっている方を内側にしています。また、メインシャフトの溝部は、かしめやすいようにスプリングボルトの穴からずれた位置にあることを確認します。ワッシャーを入れてから、アウトサイドと刻印された面を外側にしてロックワッシャーを入れます。次に、エンジンオイルを塗布した新品のロックナットを手締めで締められるところまで締め付けます。ロックナットを 27mm のソケットで締め付けます。ここでクラッチセンターを特殊工具で固定する必要があります。ただ、純正の特殊工具は2万円以上しますので、DIY でここを締め付けるためだけに購入することはできません。そのため、自作の特殊工具で代用します。締め付けトルクがかなり大きいので、工具の強度に不安はありましたが、残念ながら壊れてしまいました。ソケット部がきれいにもげています。自作工具は強度をどこまで上げるかいつも悩みます。ソケットの差し込み角を 9.5mm から 12.7mm にして各部を溶接で補強しました。これならいけるはずです。工具がすっぽ抜けないように細心の注意を払って締め付けます。RH09 以降のクラッチは組み付け手順や必要な特殊工具が異なりますので、サービスマニュアルをよくご確認ください。無事、締め付けが完了しました。自作工具で成功した時の満足感は純正工具では絶対に味わえませんね。クラッチがフリーになっているか回して確認します。スラストワッシャーを入れ忘れていたりすると、ここで回らないことがあります。マイナスドライバーなどでロックナットをかしめます。強く叩きすぎないようご注意ください。クラッチスプリング4個をクラッチリフタープレートで押さえて、ボルト4本を対角で少しずつ締め付けます。クラッチを固定できないため、ここでトルク締めはしません。テンショナーセッティングプレートを取り付けます。このパーツはマニュアルに見当たらず、後から気づいて慌てて取り付けましたので、もし手順が間違っていてもご容赦願います。ボルトにネジロック剤を塗布して締め付けます。クランクシャフトの幅広の溝部に合わせて、プライマリードライブギアを取り付けます。アウトと刻印された面を外側にします。パルスローターも幅広の溝部に合わせて、MGS と刻印された面を外側に取り付けます。ワッシャーとボルトを手締めで奥まで締め付けます。取り外した時に使用した特殊工具でギアの下側を固定しながら、指定トルクで締め付けます。RH09 以降はパルスローターがありませんのでご注意ください。特殊工具でギアの上側を固定しながら、クラッチスプリングボルト4本を指定トルクで締め付けます。新品のベアリングにエンジンオイルを塗布して、クラッチリフタープレートへ取り付けます。クラッチセンターロッドをベアリングへ挿入します。ギアシフトリンケージを取り付けます。ボルト、ワッシャー、サイドカラー、
ストッパーアーム、リターンスプリング、プレートカラーの順に合わせて、ネジロック剤を塗布してボルトを締め付けます。ストッパーアームの MGS を外側に向けてください。ノックピンを落とすとクランクケースの中に入って大変なことになるため、ノックピンの下にウエスなどで養生を施します。ノックピンをシフトドラムの穴に入れます。ストッパーアームを広げながら、ストッパープレートのスリット部をノックピンに合わせて取り付けます。ボルトにネジロック剤を塗布して、センターソケットボルトを締め付けます。ギアシフトスピンドルにワッシャーを通してから、エンジンオイルを塗布して取り付けます。リターンスプリングとスプリングピンを合わせます。新ピンのシーリングワッシャーでニュートラルスイッチを締め付けます。ノックピン2個と自作した新ピンのガスケットをギアポジションセンサーホルダーに取り付けます。ボルト3本でギアポジションセンサーホルダーを締め付けます。フライホイールを取り付けます。クランクシャフトの溝にウッドラフキーを取り付けます。新ピンのベアリングにエンジンオイルを塗布して取り付けます。ワッシャーを取り付けます。クランクシャフトとフライホイールの当たり面を脱脂してから、フライホイールの溝をウッドラフキーに合わせて取り付けます。フライホイールの溝をウッドラフキーで破損させないようご注意ください。ボルトの座面とネジ部にエンジンオイルを塗布して、ワッシャーとともにフライホイールを手締めで締め付けます。このネジは逆ネジですのでご注意ください。クラッチ側のギアを特殊工具で固定します。フライホイールのボルトを指定トルクで締め付けます。クランクケースをしっかりと固定して締め付けてください。スターターリダクションギアにシャフトを入れて取り付けます。スターターアイドルギアのアウトを外側に向けてシャフトで取り付けます。ジェネレーターカバーの合わせ面を脱脂します。ノックピン2個を取り付けます。オイルオリフスの穴の大きな方を外側に向けて取り付けます。オイルオリフスに新ピンのオリングを取り付けます。ジェネレーターカバーを脱脂して液体ガスケットを薄く塗布します。オイルオリフスの部分が液体ガスケットで埋まらないようご注意ください。クランクケースにジェネレーターカバーを取り付けます。磁力で強く引かれますのでカバーの合わせ面を傷つけないようご注意ください。プラスチックハンマーなどで軽く叩いて奥までしっかりと合わせます。35mm のボルト2本はこの位置に取り付けます。残りのボルトは全て長さが同じですのでどこに取り付けても構いません。下側のガイドステーをボルト2本で取り付けます。右側のガイドステーをボルト2本で取り付けます。残りのボルト5本を取り付けて全てのボルトを対角で少しずつ締め付けます。スターターモーターを取り付けます。新ピンに交換したオリングにエンジンオイルを塗布してクランクケースの穴へ挿入します。ボルト2本を締め付けて固定します。シリンダーヘッドを取り付けます。シリンダーヘッドの合わせ面を脱脂します。クランクケースの合わせ面を脱脂します。パーティションプレートを一番シリンダーに取り付けます。突起がある方を奥側にします。カムチェーンガイドを取り付けます。ノックピン2個を入れてから新ピンのガスケットを取り付けます。カムチェーンが挟まらないよう注意しながらクランクケースにシリンダーヘッドを慎重に取り付けます。シリンダーヘッドを落下させないようくれぐれもご注意ください。ボルト6本の座面とネジ部にモリブデングリスを含んだエンジンオイルを塗布して対角に複数回に分けて指定トルクで締め付けます。ボルト2本でシリンダーヘッド側面を締め付けます。カムシャフトを取り付ける準備としてクランクシャフトの位置を調整します。クランクシャフトを回してパルスローターの水平マークとクランクケースの合わせ面を合わせます。トップの刻印を下にしてください。モリブデングリスを含んだエンジンオイルを全体に塗布してからカムシャフトをシリンダーヘッドへ突き当たるまで慎重に挿入します。カムシャフトを回してピンの部分をシリンダーヘッドのマークと合わせます。カムスプロケットのスリットをカムシャフトのピンに入れて取り付けます。ボルトの座面とネジ部にエンジンオイルを塗布してクランクシャフトを固定しながら指定トルクで締め付けます。カムチェーンテンショナーをクランクケースの溝部に合わせて取り付けます。テンショナーの突き出している部分を押し下げながら L 字のピックツールを穴に刺して固定します。ボルト2本に新ピンのシーリングワッシャーを入れて締め付けます。L 字のピックツールをテンショナーから取り外します。クランクシャフトを半時計回りに回して1番の上支点に合わせます。カムスプロケットのマークがぴったりと合っていることを確認します。もしマークがずれていたらカムチェーンのコマをずらして調整してください。ロッカーアームを取り付ける準備としてクランクシャフトを半時計回りに回してカムスプロケットの矢印マークに合わせます。ノックピンをシリンダーヘッドに取り付けます。くれぐれも落下させないようご注意ください。ロッカーアームアッシーを慎重に取り付けます。真ん中のシム2枚はとても薄く重ねて取り付けてしまう可能性がありますのでくれぐれもご注意ください。
ボルト3本の座面とネジ部にエンジンオイルを塗布して指定トルクで締め付けます。バルブクリアランスを点検します。詳しいやり方はセローの動画でご説明していますので、気になる方はそちらをご覧ください。クランクシャフトを回して1番の上支点に合わせます。1番シリンダーの吸気側はどちらも 0.17mm で調整不要でした。排気側はどちらも 0.30mm でしたので、アジャストスクリューを締め込む方向で調整します。続いて2番の上支点に合わせます。2番シリンダーの吸気側は左側だけ 0.20mm でしたので、締め込む方向で調整します。排気側は右側だけ 0.30mm でしたので、締め込む方向で調整します。最後に指定トルクでロックナットを締め付けて完了です。シリンダーヘッドカバーを取り付けます。新品のヘッドカバーパッキンを取り付けてください。新品のマウントラバー3個をアップの刻印を上にして取り付けます。ボルト3本で締め付けます。締めすぎるとパッキンが潰れてオイルが漏れますのでご注意ください。ウォーターポンプを取り付けます。クランクシャフトを固定しながらカムシャフトキャップを締め付けます。ウォーターポンプのスリット部とカムシャフトの突起を合わせてウォーターポンプを取り付けます。新品のオーリングにエンジンオイルを塗布してください。50mm のボルトを右上に、35mm のボルトを左上に、32mm のボルトを下に入れてから全て締め付けます。タイミングホールキャップに新品のオーリングを入れてから、オーリングにエンジンオイルを、ネジ部にグリスを塗布して締め付けます。クランクシャフトホールキャップに新品のオーリングを入れてから、オーリングにエンジンオイルを、ネジ部にグリスを塗布して締め付けます。カムシャフトメンテナンスキャップに新品のオーリングを入れて、エンジンオイルを塗布して締め付けます。締め付けトルクがとても小さいので、締めすぎにご注意ください。クラッチカバーを取り付けます。クラッチカバーの合わせ面を脱脂します。ノックピン2個を取り付けます。クラッチカバーを脱脂して液体ガスケットを薄く塗布します。この部分だけボルト穴の外側にガスケットを塗る必要がありますので、ミスをしたくない場合はガスケットを全体に塗り広げてください。クランクケースにクラッチカバーを取り付けます。プラスチックハンマーなどで奥までしっかりと合わせます。40mm のボルト2本をこの位置に取り付けます。新品のシーリングワッシャーを入れたボルトをシリンダーの部分に取り付けます。ボルト2本をクラッチケーブルガイドと一緒に取り付けます。残りのボルトをすべて取り付けます。40mm のボルト以外はすべて同じ長さですので、どこに入れても構いません。対角で少しずつボルトを締め付けます。クラッチカバー横のステーをボルトで締め付けます。向きが少し特殊なのでご注意ください。クランクケース上面のパーツを取り付けます。新品のパッキンにエンジンオイルを塗布してから、ボルトでスピードセンサーを締め付けます。ボルトでスターターモーター横のステーを締め付けます。サーモスタットを取り付けます。サーモスタットとウォーターポンプをホースで接続してから、2本のボルトでサーモスタットを締め付けます。右側のボルトはステーと一緒に締め付けてください。ホースとマークを合わせてクランプを締め付けます。クランプの締めすぎにご注意ください。インジェクターのパッキンにエンジンオイルを塗布してから、ボルト2本でフユーエルレールを締め付けます。クランクケースとフユーエルレールの間にカラーを入れてください。インシュレーターを取り付けます。2つのバンドの穴がインシュレーターの突起に合っていることを確認します。インシュレーターの内側にガソリンを少量塗布してから、アップを上にしてインシュレーターの溝をクランクケースの突起に合わせて取り付けます。バンドを締め込んでインシュレーターを固定します。バンドスクリューのこの部分の隙間は11から 13mm と指定があります。エンジンの組み付けが完了しましたので、車体に取り付ける準備をします。エンジンをクレーンで吊って、エンジンスタンドから切り離します。エンジンをキャスター付きのリフトへ乗せ替えます。クレーンで車体の前方を浮かせて、エンジンを車体の下へ移動させます。くれぐれもエンジンを落下させないようにご注意ください。このまま乗せられるかと思いましたが、車体を下ろした時にウォーターポンプがどうしても当たってしまうようです。仕方ないので、ウォーターポンプを取り外します。エンジンに当たらないよう常に確認しながら、車体を慎重に下ろします。リフトとクレーンを調整して、クランクケースとフレームのボルト穴ができる限り合う位置に調整します。ボルト穴があったところからカラーとボルトで順次仮止めします。左中央を 35mm のボルトで仮止めします。左前側を 41mm のカラーと 80mm のボルトで仮止めします。左後ろ上側に 47mm のカラーを通して 276mm のボルトを途中まで挿入します。右後ろ上側に 37mm のカラーを通して 276mm のボルトを奥まで挿入してナットで仮止めします。近くを ABS のパイプが通っていますので破損させないようご注意ください。
右中央を 10mm のカラーと 45mm のボルトで仮止めします。右前側を 20mm のカラーと 55mm のボルトで仮止めします。左後ろ下側に 168mm のボルトを途中まで挿入します。右後ろ下側に 10mm のカラーを入れてから 168mm のボルトを奥まで挿入してナットで仮止めします。6本すべてのボルトを仮止めできたら、ボルトを固定しながら右後ろ下側のナットを指定トルクで締め付けます。前側左右に本のボルトを指定トルクで締め付けます。中央左右に本のボルトを指定トルクで締め付けます。ボルトを固定しながら右後ろ上側のナットを指定トルクで締め付けます。リフトを下ろして取り外します。ボルト2本で右ステップホルダーを締め付けます。エンジンが車体に乗りましたので、外していた前輪を取り付けます。クレーンで車体の高さを合わせてから、ホイールの左右にカラーを入れて、薄くグリスを塗布したフロントアクスルを指定トルクで締め付けます。車体を下ろしてクレーンを取り外します。新品のボルト2本でフロントキャリパーを締め付けます。キャリパーマウントボルトは新品指定ですのでご注意ください。フロントブレーキをかけながら、フロントサスペンションを何度か伸縮させます。割り締めボルトを指定トルクで締め付けます。ボルト6本でフロントフェンダーを締め付けます。グロメットなども忘れずに入れてください。ボルト2本で左側のステーを締め付けます。エンジンを車体へ乗せるために取り外したウォーターポンプを5本のボルトで締め付けます。詳しい取り付け方は先ほど説明したので省略しますが、隙間がなさすぎてパズルのようになっていますのでご注意ください。マークを合わせてホースのクランプを締め付けます。ドライブスプロケットにチェーンをかけてからシャフトの溝を合わせて奥まで取り付けます。ボルトにワッシャーを入れて仮止めします。リアブレーキを踏みながらボルトを指定トルクで締め付けます。ボルト2本で左ステップホルダーを締め付けます。スターターモーターのターミナルナットを外してスターターモーターケーブルの端子と一緒に締め付けます。ラバーキャップを取り付けます。スターターモーターのマウントボルトを外してアースケーブルの端子と一緒に締め付けます。ヒューエルホースをスターターモーターの横を通して手前のクリップをステーに固定してからホースの白色ペイントをクランプに合わせて取り付けます。チャコールキャニスターを取り付けます。分かりにくい部分なので詳しくご説明します。ホンダのロゴを右側にします。キャニスターの左中央に太めのエアーインレットホースを接続します。右下側に太めのガスパージコントロールバルブホースを接続します。先ほど接続したエアーインレットホースとクリップで固定します。左下側に細めのドレーンホースを接続します。右中央に細めの燃料タンクブリーザーホースを接続します。ガスパージコントロールバルブホースはスターターモーターケーブルの下を通しますのでご注意ください。ホースの向きは説明時の見やすさを重視して本来の向きとは約90度異なります。キャニスターをバッテリーボックスへ固定する際に再調整してください。詳しくはサービスマニュアルのワイヤリング図をよくご確認ください。クラッチケーブルをクラッチリフターアームに接続します。クラッチケーブルガイドのナットを締め付けてオーバーホール前のクラッチ位置に調整します。エンジン右側のハーネスを取り付けます。ハーネスの白テープをサーモスタット横のクランプに合わせて取り付けます。水温センサーのカプラーを接続します。ハーネスを結束バンドで固定します。この突起に取り付けるタイプの純正クランプが見つからなかったので結束バンドで代用していますが、もし品番をご存知の方がいましたらコメントで教えていただけると非常に助かります。ボルト2本でホーンとステーを締め付けます。ステーの向きにご注意ください。このタイプの純正クランプも品番がはっきりしないので結束バンドで代用しています。社外品でも構いませんのでおすすめのクランプがありましたらお知らせください。オイルプレッシャースイッチのカプラーを接続します。ホーンに2本の端子を接続します。右側のハイテンションコードを固定します。ここも謎クランプが使用されています。上側はまだ生きていますが、下側はすでに経年劣化で吹き飛んでいました。ハイテンションコードを保護するためにコルゲートチューブを巻いてから結束バンドで固定します。左側も同様にハイテンションコードを固定します。こちらの謎クランプも破損していますので、コルゲートチューブを巻いてから結束バンドで固定します。水温センサー横のハーネスにコルゲートチューブを巻いて結束バンドで固定します。フューエルレールにハーネスのクリップを固定します。インジェクターの間のパージホースを接続します。左右のインジェクターにカプラーを接続します。スロットルボディを取り付けます。インシュレーターの接続面にガソリンを少量塗布してから、インシュレーターの溝にスロットルボディの突起を合わせて取り付けます。
バンドを締め込んでスロットルバルブを固定します。バンドスクリューの隙間はシリンダーヘッド側と同じく11から13ミリです。スロットルボディのカプラーを2個接続します。2本のスロットルワイヤーをスロットルステーに取り付けます。引き側のワイヤーをスロットルドラムへ取り付けてから戻し側のワイヤーを取り付けます。取り外した時と同じ遊び量に調整してロックナットを締め付けます。ハンドルを最大まで左右に切ってスロットル回路が変化しないことを確認してください。冬 UL パイプを冬 UL レールに接続します。新品のリテーナーを冬 UL レールに取り付けます。新品のコネクターダンパーを冬 UL パイプに取り付けます。冬 UL パイプの先にエンジンオイルを少量塗布して冬 UL レールにカチッと音がするまで押し込みます。パイプを前後させて抜けないことを確認します。バッテリーボックスを取り付けます。ボックスの下部にドレンホースを接続します。チャコールキャニスターのゴムバンドの穴にバッテリーボックスの金具を入れて取り付けます。キャニスターへ接続されたホースに無理な力が加わらないよう向きを調整してください。ネジ2本でガスパージコントロールバルブを取り付けます。青色のカプラーを接続します。周りのハーネスやホースを挟まないよう注意しながらボルト2本でバッテリーボックスを締め付けます。スターターリレーとヒューズボックスをバッテリーボックスへ固定します。赤色のカプラーを接続します。バッテリーボックス上側のハーネス類のステーをボルト2本で締め付けます。バッテリーを入れてバンドで固定します。プラス端子のみケーブルを接続します。ハーネス類を適切な位置に取り付けます。バッテリーボックスのドレンホースを左側のハイテンションコードと一緒にクリップで固定して取り回します。エンジン左側のハーネスを取り付けます。ドレーンホースを含めると5本が入り組んで分かりにくいため詳しくご説明します。上側のスピードセンサーにカプラーを接続します。中央にあるステーの前側を通してからニュートラルスイッチの端子を接続します。サイドスタンドスイッチのクランプをシフトスピンドルの左下に固定します。中央ステーの前側を通してからフレームの間からケーブルを上に通します。人力では大変ですので A 門の配線ガイドを使用します。ケーブルのクランプを固定してからカプラーを接続します。配線ガイドを使用してオルタネーターケーブルをフレームの間から車体後方へ通します。レギュレーターにカプラー2個を接続してボルト2本で締め付けます。ギアポジションセンサーの新品のオーリングにエンジンオイルを塗布して中央ステーの前側を通してからエンジン側の突起とセンサー側の溝を合わせて取り付けます。下側ステーと一緒に2本のボルトで締め付けます。ドレーンホースは中央ステーの後ろ側を通してから下側ステーの間を通してクリップに固定します。ドレーンホースを除いた4本のケーブルをバンドでまとめて完了です。ボルト3本で左リアカバーを締め付けます。ギアシフトペダルピボットボルトを締め付けます。ギアシフトアームのスリット部とギアシフトスピンドルのポンチマークを合わせて取り付けます。新品のボルトでギアシフトアームを締め付けます。エアクリーナーボックスを取り付けます。コネクティングチューブの内側にガソリンを薄く塗布してバンドの穴が接続部の突起に入っていることを確認します。このボルトは後ろからカラーを入れて固定します。この段階ではまだボルトを締め付けません。コネクティングチューブをしっかりと奥までスロットルボディに接続します。シリンダーヘッドカバーにブリーザーホースを取り付けます。バンドを締め込んでコネクティングチューブを固定します。ここはバンドスクリューの隙間に指定はありません。適度に締め付けてください。エアクリーナーボックス中央上側のボルトを締め付けます。ラジエーターを取り付けます。フロントフェンダーが傷つかないようにウエスなどで養生します。ラジエーター右上のマウンティングラバーにフレームの突起を入れてから左上のボルトを仮止めします。ラジエーター下側のステーをボルトで締め付けてからラジエーター左上のボルトを締め付けます。ラジエーター左下のホースをシリンダーヘッドのパイプへ接続してクランプを締め付けます。ラジエーター右上のホースをサーモスタットのパイプへ接続してクランプを締め付けます。ホースの先をパイプの突起に合わせます。ハーネスのカプラーを冷却ファンのステーに固定してから冷却ファンのカプラーを接続します。クリップでエアクリーナーボックスのチューブを固定します。左側のハイテンションコードをコルゲートチューブで保護してから結束バンドで固定します。ボルトでリザーバータンクを締め付けます。オイルプレッシャースイッチの配線にご注意ください。ラジエーターのサイフォンホースをフレームの内側を通してリザーバータンクに接続します。リザーバータンクのオーバーブローホースはサイフォンホースの外側を通して固定します。冷却液を注入します。川崎の冷却液が余っていましたのでこれを使用します。
冷却液量は 1.69 リットルなので、切りよく 1.7 リットルの冷却液を作ります。メスシリンダーで 680ml を計量します。残り 1020ml の水道水を注いで 40% 濃度の冷却液ができました。ラジエーターキャップを外してギリギリまで冷却液を注ぎます。リザーバータンクにもアッパーまで冷却液を注ぎます。エンジンオイルを注入します。RC88 マニュアルモデルのエンジンオイル量は 3.7 リットルです。3リットルほど入れたら、バッテリーのマイナス端子を接続して、オイルフィルター取り付け部からオイルが出てくるまでスターターを回します。オイルが出てきたら、新品のオイルフィルターのオーリングとネジ部にエンジンオイルを塗布して締め付けます。残りのエンジンオイルをオイル量に注意しながら注ぎます。エンジンオイルの入れすぎにご注意ください。エンジンの圧縮圧力を測定します。1番と2番の両方を測定します。燃料ポンプのカプラーを外してから、スロットルを全開にしてスターターをしばらく回します。冷感時で1番は 1740kPa、2番は 1770kPa でした。これで文句のつけようはありません。両方のシリンダーに新品のスパークプラグを締め付けて、プラグキャップをしっかりと奥まで取り付けます。エキゾーストパイプとマフラーを取り付けます。新品のガスケットが落下しないように、グリスを薄く塗布して貼り付けます。スタッドボルトにかじり止めグリスを塗布して、ナット3個でエキゾーストパイプを仮止めします。エキゾーストパイプ、後ろ側のマウントボルトとワッシャーに、反対側からカラーを通して仮止めします。ボルトで上側の端子を仮止めします。マフラーをエキゾーストパイプに差し込んで、ボルト、ワッシャー、ナットで仮止めします。エキゾーストパイプのナット3個を下側から順に指定トルクで締め付けます。エキゾーストパイプ、後ろ側のマウントボルトを締め付けます。ボルトで上側の端子を締め付けます。マフラーバンドのボルトを締め付けます。マフラーのナットを固定しながらボルトを締め付けます。O2 センサーのカプラーをステーに固定します。O2 センサーのケーブルをリザーバータンク、クリップに通してカプラーと接続します。エンジンをかけて5分ほどアイドリングさせます。異物の混入を防ぐためにエアクリーナーボックスへエアフィルターを取り付けています。冷却系統のエア抜き、冷却、潤滑、燃料系統の漏れ確認、カプラーなどの接続確認、エンジンのイオン確認などの複合的な点検をアイドリングにより行っています。外装をすべてつけてからではまた取り外す手間が発生しますので、この段階で可能な限り手直しの必要な部分を洗い出します。しばらくアイドリングして各部の漏れ確認と冷却液の補充をしましたので、ラジエーターキャップにネジで回り止めを施します。ラゲッジボックスを取り付けます。ラゲッジボックスを横向きに置くため、椅子などを用意して車体と高さを合わせます。オプション用カプラー1個を取り付けます。ETC カプラー3個を接続します。すべてカプラーの形が違いますので、差し間違いは発生しません。ラゲッジボックスをまっすぐにしてボルト穴を合わせます。カラーの幅が広いボルト2本は後ろ側、カラーの幅が狭いボルト2本は前側にテーブの ETC カバーとともに仮止めします。4本のボルトを対角で締め付けます。ラゲッジボックス後ろ側のボルト2本を締め付けます。リットオープンケーブルを車体の反対側へ移動させます。ケーブルをキーロックステーに接続してボルトで締め付けます。ボルト2本でケーブルガイドとともに締め付けます。ラゲッジボックスを正常に開閉できることを確認します。ラゲッジボックス右側のハザードリレーカプラーを接続します。リアフェンダーを取り付けます。タイヤとフレームの間へ90度回しながら移動させます。ハーネスのクリップを固定してからリアフェンダーの爪をフレームに差し込みます。ボルト2本でリアフェンダー左右前側を締め付けます。ボルトでリアブレーキのリザーバータンクを締め付けます。ナンバーステーを取り付けます。フレームの下から上へすべてのケーブルを通してからピリオンシートヒンジステーとともにボルト、ワッシャー、ナット4個で締め付けます。ナンバーレスキットに変更されているため取り付け方が純正とは異なる可能性がありますのでご注意ください。ブレーキランプやウィンカーなどのカプラー4個を接続します。右サイドカバーを取り付けます。中央付近と後方下側の爪を入れてからボルト3本とプッシュリベットで固定します。右前側の青いカプラーをサイドカバーに固定します。左サイドカバーを取り付けます。中央付近と後方下側の爪を入れてからボルト3本とプッシュリベットで固定します。シートカウルを取り付けます。後方から差し込んで軽く叩きながらカウルの爪をすべてはめ込みます。ボルト2本とプッシュリベット2本で固定します。下側のトリムクリップ2本を取り付けます。ワッシャーをつけたボルト4本でリアキャリアとともにグラブレールを締め付けます。ナット3個でピリオンシートを締め付けます。つっかえ棒などでピリオンシートを持ち上げながら
スプリング、ワッシャー、クリップの順でシートヒンジを固定します。プラスチックの爪を4個入れてから両側のボルト2本でロアカウルを締め付けます。エアクリーナーボックスを取り付けます。ボックス上側に左右の爪で新品のエアフィルターを固定します。ボックスの吸気温度センサーにカプラーを接続します。上下のボックスをぴったりと重ね合わせてからネジ6本を対角に少しずつ締め付けます。左サイドカウルを取り付けます。カウルの爪を3個入れてからボルト3本で締め付けます。後ろ側のボルト1本はカウル2枚をまとめて挟むためにカラーの部分が少し広いのでご注意ください。右サイドカウルを取り付けます。こちらも同様に爪を3個入れてからボルト3本で締め付けます。後ろ側のボルト1本はこちらもカラーの部分が少し広くなっています。上側のプッシュリベットを2本取り付けます。ラゲッジボックス内側からサイドカウルのボルトを取り付けます。ボルト2本をラゲッジボックス上面から締め付けます。ボルト2本をラゲッジボックス側面から締め付けます。DTC のリセットを行います。今回は DLC に診断機を接続してスマホからリセットします。診断機を使用しない DTC リセットのやり方は Chrome の動画でご説明していますので、気になる方はそちらをご覧ください。また RH09 以降はクランクパターン学習が別途必要ですので、サービスマニュアルでよくご確認ください。診断機の準備ができたらキーをオンにしてカースキャナーアプリでスマホへ接続します。ECU 接続完了と表示されたらエラーの項目を選択します。OBD2 にチェックを入れて読み出すを選択します。現在は3件ほど DTC が残っていますのでクリアを押します。異常コードは検出されていませんと表示されれば DTC は無事に消去されています。診断機を外してネジ2本でメンテナンスリットを締め付けます。シングルシートを取り付けます。左右のボルト2本とワッシャーで締め付けます。最後にメンテナンススタンドを取り外してエンジンオーバーホール完了です。アイドリングのエンジン音を確認します。オーバーホール前、オーバーホール後の冷感時と短期後の3種類の音を順にお聞かせします。オーバーホール後はシャラシャラ音がかなり小さくなり、暖気後はほとんど聞こえなくなったようです。シャラシャラ音の正体はクラッチとシリンダーからの音が複合して発生していたと考えられます。クラッチの音はクラッチプレート交換により解消しましたが、シリンダーからの音は変わらないため、冷感時だけシャラシャラ音がわずかに残っているのでしょう。暖気後はシリンダーやピストンの熱膨張によりクリアランスが小さくなり、シャラシャラ音がしなくなったと推測します。シリンダーとピストンの摩耗量はまだまだ使用限度には達していませんから、冷感時の小さなシャラシャラ音は正常な仕様と考えて良さそうです。それでは試運転に行ってみましょう。3000回転以上のパワーがワンランクアップした印象ですね。圧縮圧力改善とベアリング交換による全体的なフリクションロスが減った影響かもしれません。暖気後はシャラシャラ音が聞こえなくなりましたし、エンジンチェックランプも点灯しなくなりました。これで安心して遠出することができそうです。NC のパワーは中型バイク並みで物足りないとよく聞きますが、トルクが低回転からもりもり感じられますので、これでパワー不足を感じる人は飛ばしすぎだと思います。270度クランクの鼓動感は独特でワクワクしますし、ゆっくりとことこ風景を眺めながら走らせても、ワインディングを少しハイペースで飛ばしても、どちらもツーリングを存分に楽しめそうです。長らくお待たせいたしました。エンジンオーバーホールにかかった費用を発表します。1、スパークプラグ、エンジンオイル、冷却液、オイルフィルター、エアフィルター、バッテリー、12,694円。エンジンオイルは 3.7 リットル、冷却液は 680ml で計算しています。これらは定期的に交換が必要なパーツですので、エンジンオーバーホールの総額には含めない方が良いのかもしれません。2、シール、パッキン、ガスケット類 15,884円。エンジンオーバーホールで必須の交換パーツです。このエンジンは社外品のガスケットなどがあまり出ていないため、ほとんど純正を使用しています。3、メインジャーナルボルト、コンロットボルト10本 4,676円。このエンジンのメインジャーナルボルトやコンロットボルトはボルトが伸びることで精密な締め付けトルクを実現しています。そのためこのボルトは再使用不可で新品への交換が必要です。4、ボールベアリング、ニードルベアリング11個 7,486円。
転がり軸受けのベアリングは無負荷での点検では異常がないように感じられても、高負荷や高速回転時に異音が発生することがしばしばあります。経年劣化によるダメージは確実に蓄積されていますので、予防整備で可能な限り交換することをお勧めします。5. メインジャーナルベアリングコンロッドベアリング10個6472円。クランクシャフトの各部が摩耗していましたので、ベアリングをワンサイズ上げてオイルクリアランスを調整しています。ただオイルクリアランスは使用限度までまだ余裕がありましたので、異音などを気にしなければ20万キロぐらいまで無交換でも走れる耐久性はあると思います。6. インジェクター2個2810円。外装取り付け前のアイドリング点検でインジェクター1番のエラーが出ました。これによりインジェクター故障と特定できましたので、インジェクターを2個まとめて交換しています。教習車とエンジン共通ですので、程度の良いエンジンパーツがフリマサイトなどで安価に入手できます。7. クラッチプレートフリクションディスク2枚1602円。ジャダースプリングワッシャーとの接触によりクラッチプレートが摩耗して異音の原因となっていましたので交換しました。フリクションディスクも組み間違いの修正で1枚交換しています。エンジンオーバーホールの総額は51,624円でした。スパークプラグなどの定期交換パーツを除くと約4万円です。工具や油脂類は含まれていません。インシュレーターやラジエーターホースなどのゴムパーツは今回は劣化が見られなかったので交換しませんでしたが、予算に余裕があれば全て交換することをお勧めします。さすがにホンダの大型バイクですので、10万キロ以上走っていてもエンジンの主要パーツはまだまだ寿命には遠いようです。人件費や技術料は含まれていませんので、プロに依頼する際はくれぐれもこちらの金額を参考にしないでください。いかがでしたでしょうか。大型バイクのエンジンオーバーホールは初めての経験でしたので、クレーン設置、エンジンスタンド準備、特殊工具自作などに時間がかかってしまいましたが、なんとか無事に最後まで終わらせることができました。さすがに水冷並列2気筒の大型バイクは空冷単気筒のセローやグロムと比べて分解、組み立てなどの手間が 1.5 から2倍ぐらいに増えたように感じます。プロへ依頼した場合の工賃がエンジン形式で大きく異なる理由がよくわかります。ただ手間は増えますが、整備の難易度はあまり変わらない印象でした。エンジンの構造や整備の基本をしっかりと抑えていれば、エンジン形式は関係なく DIY で重整備は可能だと再認識しました。前回の動画でスターターモーターブラシの効率的な入れ方を質問したところ、多くのご意見をいただきありがとうございました。今回のスターターモーターは簡単に整備できる構造でしたので、教えていただいた知識を活用できないのは少し残念でした。このバイクのエンジンオーバーホールを見てみたい、整備のこの部分をもっと詳しく教えてほしいなど、お気軽にコメントしていただけると今後の活動の励みになります。背景の動画は次にオーバーホールを予定しているバイクです。車種は変更される可能性もありますのでご了承ください。もしこの動画が役に立ったと感じていただけましたら、チャンネル登録、高評価、ハイプでの応援をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画で。